皆さんこんにちは、うつベンチです。今回はベンチプレスが強くなれない人の特徴38選ということで動画をお届けしていきたいと思います。この38選っていうのはもはや選んでないですね。僕が思いつく限りベンチプレスが強くなれない人の特徴というのを挙げさせていただきました。あらかじめご了承いただきたいのは、人によっては結構ぐさぐさくる内容かもしれないので、そこはこの動画を見る前にご了承いただければと思います。また、この動画の伸びない人の特徴というのは、過去の僕の経験というのもたくさん含んでいて、僕がやってしまって、これは失敗だったなと思ったことで、うつベンチ LINE 公式アカウントのメニュー作成でご相談いただく方の中に同じような特徴があるなと思ったこともいろいろと挙げています。で、この動画の動画時間を見ていただくと、かなり長い、ありえないぐらい長い動画になっていると思うんですが、この動画の内容っていうのは僕は非常にお伝えしたい内容なんですけど、一本一本動画にするのも何かなと思いまして、これをベンチプレスが伸びない人の特徴のまとめ動画として出すことにしました。非常に長いので最後までご覧いただくのには労力が必要になると思いますけれども、どっか途中で止めて続きから見るで見ていただいてもいいですし、通勤とか通学とか、あとは作業用の BGM として流しておいていただければいいかなというふうに思っております。はい。このチャンネルではベンチプレスが強くなるための動画をいろいろと出していますので、チャンネルページに遊びに来ていただいて、他の動画も見ていただければなというふうに思います。他の動画も見ていただいて、役に立ちそうだなと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いします。うつベンチ LINE 公式アカウントでは、無料でベンチプレスのメニュー作成やホームチェック、お悩み相談も行っておりますので、こちらは概要欄からお気軽に友達追加とメッセージください。それでは行ってみましょう。では、まず一つ目ですね。一つ目は、自分で自分の限界を決めているということです。これ結構多いと思うんですけれども、例えば100キロまで行ったとして、そこから先全然伸びなかったりした時に、これぐらいが自分の限界なんだなっていうふうに思ってしまったりとか、80キロとか90キロを超えたあたりで関節が痛くなる、肩が痛くなるとか手首が痛くなるっていう風になった時に、自分の体格とか関節の強さではこれ以上は無理なんだなっていう風に思ってしまうということですね。この関節が痛くなってしまうとかっていうのは、ほとんどの場合関節というよりはフォームが原因であることが多いんですけども、100キロとかそういう数字を前にして多くの人がそれを達成できないというふうに考えると、自分もそのぐらいなんじゃないかなというふうに思ってしまうということで、強くなれないというようなことが多いんじゃないかなと思います。不思議なもので、周りがみんな100キロが当たり前だというふうに思っている環境にいると、100キロって割と上がるんですけども、自分の周りに100キロが誰もいないっていう環境だとなかなか100キロっていうのを上げることができなくて、そういった固定概念とか、特に根拠のない自信、周りもみんな上がってるから自分も上がるだろうっていう根拠のない自信っていうのは結構大事だと思います。このメンタルブロックっていう部分で言うと、やっぱりマックス更新をしようと、マックス挑戦をするときに上がらないかもしれないっていうふうに少しでも思ってしまうと、上がらないことがやっぱり多いんですよね。もう気持ちで負けてるとかっていうふうによく言いますけれども、これって結構あると思っていて、神経伝達物質の分泌だったり、ホルモンの分泌だったりっていうのは、やっぱり関わってくると思うんですよ。気持ちっていうのって結局細かく細かく分解していくと物質なんですよね。神経伝達物質とかホルモンとかっていうのは化学物質だったりタンパク質だったりするので、そういうものは結構根性論というふうに言われがちですが、実は根性論ではなく科学だというふうに思ってます。なのでまず1個目の部分としては自分で限界を決めているということですね。はい、2つ目です。2つ目は短期思考の方です。例えば1ヶ月で10キロ伸ばしたいとか、半年で100キロ上げたいとかっていうふうに考えがちです。半年というのが短期なのかどうかは微妙なところだとして、筋力の向上とか筋肥大っていうのは短期間では基本的には起こり得ないわけですよね。
短期間で結果を求めすぎると何が悪いかっていうと、まず焦りますよね。1ヶ月で10キロ伸ばしたいとか、すぐに今80キロぐらいしか上がらないのに、来年には120キロ上げられるようになりたいっていうふうに考えると、その結果が出ない。例えば3ヶ月で2.5キロしか伸びなかったとかっていう風になった時に焦っちゃうんですよね。3ヶ月で2.5キロがいいのか悪いのかっていうのは置いといて、少なくとも1年で10キロ伸びるわけですよね。それがいいのか悪いかを置いといて、それで焦ってしまうんですよね。本当だったら1ヶ月で10キロ伸ばしたかったのに、1年かけて10キロしか伸びなかったって。それは伸びてるんですけど、それでもやっぱり焦っちゃう。で、今、90キロの人が1年で100キロが上がりました。それは喜ばしいことだと思うんですけど、自分としては120キロを上げられるようになるつもりだったのに、できなかったっていう風になってくると、1年で10キロ伸びた方法、そのトレーニングの方法とかっていうのをコロコロ変えてみたり、現段階では100キロしか上がらないのに、105キロとか110キロとかっていう無理な重量に挑戦していって、フォームを崩してしまったり、怪我をしてしまったりということをしてしまうんですよね。で、この焦りっていうのが一番良くなくて、例えば1ヶ月とか2ヶ月で一つの方法を見限ってしまう。2ヶ月やってればまだマシかなと思うんですけど、1ヶ月ぐらいで一つの方法の結果を判断しようとする人って実は結構多くて、メニュー作成をさせていただいている中でも、18号プログラムでワンサイクルをやりました。伸びませんでした。方法を変えた方がいいでしょうかっていう人がかなりいらっしゃるんですよね。10人とか20人、30人とかっていう、そういうレベルでいるんですよ。なので、やっぱりかなり短期的、1ヶ月で結果が出ると思っている人が結構多いんじゃないかなと思います。僕の中で一つの方法に対する区切りというのは3ヶ月なんですよね。できれば半年続けていただきたいなというふうに思っています。で、そのために、半年続けられるために、いろいろと情報を集めて、自分の中で納得材料をたくさん集めていくんですよね。自分を説得して半年間続けていくっていうのが非常に大事です。3ヶ月を一つの期間として6ヶ月、1年というふうに続けていくっていうのが大事なんですよね。これが1ヶ月でコロコロプログラムだったりメニューの組み方、あとはフォームのやり方とかを変えていってしまうと、何が良くて何が悪かったのかっていうのはまずわからないんですよね。筋力にせよ筋肥大にせよ効果が出てくるのっていうのは4週間とか12週間とかそういう後なので、もうその時には次のプログラムに移っちゃってて、下手するとその次のプログラムの効果だっていうふうに間違えてしまう可能性もあるので、これでは再現性が取れないんですよ。結局その今うまくいってると思ってるプログラムの効果じゃなかったりするので、それを続けてても結局また結果が出ないっていうことになって再現性が全く取れない。だから継続的に伸びていくことができないっていうことなんですよね。ということで、やっぱり短期思考だと良くないよねっていうことです。次に、結果に一喜一憂する人ですね。これもかなり多いんですけれども、ベンチプレスの記録とかって、日によって変動するっていうのは当たり前のことなんですけれども、その短期的な結果で結構一喜一憂する人っていうのは多いです。さっきの短期思考と似たような話なんですけれども、例えば今のマックスが、100キロだとしましょうか。今のマックスが100キロだとして、で、今週トップシングルが95キロまでしか上がりませんでした。97.5 は失敗してしまいました。この方法は間違ってるんじゃないか。なぜ100キロが上がってたのに95キロまでしか上がらないんだろうっていうことを結構思い悩んでしまって、このまま続けていっていいんでしょうかっていうふうに思ってしまうことが多いんですよね。けど、実際のところ、これって当たり前なんですよ。例えば100キロをマックス更新した、その次の練習で100キロが上がりませんでした。別にこれって普通なんですよね。上がれば、ラッキーですけど、上がんないことの方が実際のところ多いんですよ。で、これはなぜかというと、ピークアウトっていうことももちろんありますし、100キロ上がった時っていうのは、調子が上がってた時で、たまたま上がっただけっていうこともあるかもしれないですよね。10回やったら1回上がるかどうかみたいなたまたまがそこで来た可能性っていうのもあるので、2回目3回目と連続して上がるかどうかっていうのはまた全然別の話なんですよ。
で、100キロが確実に上がるようにしたいっていうふうに考えたときに、じゃあ100キロが確実に上がるにはどれぐらいの力が必要なのかっていうと、マックスが105キロぐらいにならないと、100キロが確実に上がる状態にはならないと思っていただいて大丈夫だと思います。プラス 5% ってことですよね。プラス 5% ぐらいの重量が上がる状態でないと、100キロは確実に毎回上がるっていうふうにはならないんですよね。それが普通なんですよ。だから、100キロが上がったけど、95キロまでしか上がらないっていうのは、それが普通なんです。それが本来の実力なんですよね。100キロ上がったのがむしろたまたまだったっていうふうに考えないといけないんですよね。本来の実力は100キロじゃなくて95キロなんだっていうふうに考えるのがいいと思います。で、この結果に一喜一憂してしまうっていうのの何が悪いかっていうと、さっきの短期的な思考とかと全く同じなんですけれども、これでまたコロコロ変えちゃうんですよね。この間までは100キロが上がってたのに、100キロが上がらなくなってしまったから、今やっている方法っていうのはもしかしたら間違っているのかもしれない。確かにその疑念っていうのは出るんですけれども、もっと冷静に考えてほしいんですよね。あれ ?100 キロ上がったのが、むしろ今の実力的にはすごくいい結果だったんじゃないかなって。実は成功率は 10% ぐらいしかなくって、あの時調子が良かったから上がっただけなんじゃないかなっていうふうに考えなきゃいけないと思うんですよね。でなのに100キロ上がったっていうことを普通にしてしまって、でそれに対してめっちゃ喜ぶ、めっちゃ喜ぶのは別にいいんですけど、上がらないと今度めっちゃがっかりして今やってることを否定したりするんですよ。そうするとやっぱり継続的にトレーニングを続けていく、結果が出るまでトレーニングを続けていくっていうことができなくなるので、結果に一喜一憂するのはやめましょうねっていうことです。ある程度の期間は決められたことを淡々とやっていくっていうのが一番いいです。で、あと、結果に一喜一憂する人ほど、記録をつけていても、記録を見返さない方が多いと思います。で、なぜそう思うかっていうと、例えば、100キロが上がりましたっていう風になった時に、前回のマックス更新とか、その前回の停滞期のことをもう覚えてなかったりするんですよね。例えば、90キロにマックス更新した時、95キロにマックス更新した時って、その前に少しの間、87.5 が上がらなかったり、85が上がらなかったりとか、95にマックス更新した時は 92.5 が上がらないことがあったり、90が上がらないことがあったりすると思うんですけど、そういった自分の波っていうのを見返してないんですよね。過去にも同じことがあったのに、今回も起こっていることは同じなのに、そのことを振り返らずにめっちゃへこむんですよね。で、へこんで今やってる方法っていうのを継続できなくなってしまうっていう方が結構多いように感じます。それを励ますのももちろん僕の役割なので、少なくとももう少し1ヶ月しかまだやってなかったり、1、2ヶ月停滞しているだけなので、もう少し続けましょうねっていう話は当然するんですけれども、そこで気持ちがぐらぐら揺らいでしまうと、やっぱり迷いが出ますし、迷いが出てる間っていうのは、僕は結果はついてこないというふうに思っているので、記録を見返して、前回の停滞してた時、95キロとか90キロにマックス更新した時もこんな感じだったんだなっていう風なのをしっかり見返して、自分の重量の上がり方の特徴っていうのを分析していかないといけないんじゃないかなというふうに思います。はい、次4つ目ですね。4つ目は自己流すぎる人ですね。あとは人に教わらない人です。ベンチプレスって結構単純そうに見えるとは思うんですけど、かなり細かい技術があったりとか、プログラムに関してもやっぱり細かい理論っていうのがあったりするんですよね。で、それを知らずにずっと自己流でやっていて伸びないっていう人もある程度いらっしゃるかなというふうに思います。僕のところにメニュー作成とかフォームチェックをご依頼いただく方の中にも結構長い期間、5年とか10年とか自己流でやってて伸びないので、ちょっと教えてもらえませんかっていう方も結構いらっしゃいますね。で、やっぱり自己流でやっていると、ある程度限界があると思っていて、もちろん YouTube とかで研究していれば、それが自己流かと言われるとちょっと微妙なんですけども、YouTube のそういった情報すら取らずに、ひたすら自分の考えでやっているっていう風になると、やっぱり難しいかなという風には思います。もちろん怪我のリスクも高まりますし、
自分の弱点とかっていうのもやっぱりわからないと思うんですよね。で、自分を客観的に見るっていうのは非常に難しいことだと僕は思っているので、僕自身もやっぱり定期的にフォームチェックをしていただいたりとか、誰かが作ったプログラムっていうのを購入して、どういうふうにやればいいんだろうっていうのを考えながらやってるんですよね。特にフォームに関しては迷った時は人に聞くっていうのが僕は一番だと思うんですよね。人に聞くっていうか自分はこう思うんですけどどうですかねっていう風な形でフォームを見ていただくっていうのが非常に大事なんですよね。で、自分の考えにやっぱ固執してしまってフォームもあとはセットもですね 5×5 しかやらないとか3レップセットしかやらないとかっていう風になってくると一定のところでやっぱり伸び悩んでしまうんじゃないかなという風には思います。はい、次5つ目ですね。今度は逆に人に教わったことしかやらないということです。これは先ほどの話とちょっと矛盾する部分があって、一見すると素直に学ぶ姿勢があるというふうに思えると思うんですけど、今度逆に人に教わったことしかやらないっていう風なのも成長を妨げる要因になると思っています。なぜ人に教わったことしかやらないのが良くないかっていうと、まずは指導者側の全てのアドバイスっていうのは自分に合うものとは限らないということですね。指導者にもいろいろなタイプの人がいて、その人に合ったフォームとかセットっていうのを教えてくれる人っていうのもいれば、自分の型、自分がこれまでやってきて重量を伸ばしてきた型っていうのを教える人っていうのもいるんですよ。なので、自分に合ったフォームを教えてくれる人っていうのはいいんですけれども、その指導者ご本人がうまくいった方法を教えているっていうケースも、75%ぐらいはそうじゃないかなと思うので、そういった場合に必ずしも自分に当てはまるわけではないということなんですよね。なので、それを一概に盲信してやってしまうと、全然自分の体の使い方に合わない方法でやっている可能性もあるということです。誰か一人トレーナーをつけて、その人が言ったことしかやらないっていうふうなことをやってしまうと、全く別の方向に向かっている可能性があるっていうのも頭に入れておいた方がいいと思います。ただですね、あっちこっちから情報を集めてバラバラにやるっていうのも良くないので、ここは非常に難しいところではあるんですけれども、人に教わりすぎるのも良くないし、教わらなさすぎるのも良くないっていうことですね。だから両極端だと良くないんですよ。で、人が言ったことしかやらないっていう人って結局考える習慣がないんですよね。言われたことをそのまんまやっているっていうことです。で、これは何が良くないかっていうと、先ほどの話と同じなんですけども、自分に当てはめて考えることができないっていうことなんですよ。例えば、一番僕が感じる点としては、よくベンチプレスの動画を YouTube で見ていると、肩甲骨を寄せないっていう風な動画が出てくると思うんですよね。で、その肩甲骨を寄せないっていう動画に関しては、ブリッジが非常に高くて、ボトムに行くに従って肩甲骨を寄せることができる人が言っている理論なんですよ。なんなら超上級者ですよね。フォーミュラで言ったらもう100を余裕で超えて、110とか120とかフォーミュラですよ。フォーミュラ。重量じゃなくて。フォーミュラが120とかある人がもう全国トップクラスとかっていう感じですね。そういう人がやることなんですよね。で、それを初心者である自分がやるべきなのか。ブリッジもまだ十分に立たすこともできないし、肩甲骨をそもそも動かすって何なんだっていう話ですよね。ベンチプレスの動作中に肩甲骨がどういうふうに動いているのかっていうのが体で分かっていない。もしくは自分で動かすことができない。立位の状態で。立位の状態でも動かすことができないのに、その超上級者向けのテクニックを取り入れることが果たして正しいんだろうかっていうことですね。これをその情報を聞いてそのままやってしまうっていうふうなことが良くないんですよ。結局人に言われたことしかやらない人っていうのはこの考える能力がない。自分に適用できるかどうか応用できるのかどうかっていう能力がないので、
それをそのまま取り入れてしまって肩を怪我するということになります。なので人の言うことをそのままやる人っていうのは結局自分で考えることができないので応用ができない。言われた通りにしかやらないので自分の体に適応できないわけですよね。で、やり方って結局みんな違ってきて、意識とかもみんな違うので、自分に適応できないと結局うまくいかないというふうに僕は思っています。次に7つ目ですね。7つ目は、休まないことが美徳だと思っているということです。これはですね、昔というか昭和の時代にスポーツをやってた方は結構多いと思いますが、僕もそのうちの一人なんですけれども、これは一見すごく頑張っていてストイックに見えるので、すごくいいかなというふうに見えると思うんですけれども、一概にベンチプレストレーニングとかストレングストレーニングに関しては休まないことがいいというふうなことでもないのが実際のところですよね。で、この休む休まないに関しては、休まずにできればもちろんそれに越したことはないんですけれども、休まずにやることによってどんどんパフォーマンスが低下しているにもかかわらず休むという選択肢を取れないっていう人に向けて言ってます。逆に休みすぎの人に関してはもう少しやりましょうねって言いますけれども、どんどんパフォーマンスが下がっているのに、これもね、先ほどの人に言われたことしかやらないっていうのと同じなんですけれども、例えば一流の人が毎日トレーニングをしている。だから毎日トレーニングをしなければ強くなれないんだっていうふうに思い込んでいる人とかも結構いらっしゃるんですよね。なんですけど、一流の人に関しては練習量をそこまで増やしていったのは徐々に増やしていった。もしくは体に相当な負担を与えながらその練習量を耐えてるっていうことになるので、一概にこれも誰にでも当てはまるということではないんですよね。なので休むべき時は休む。休まなくてもいい時は休まない。で、これをどういうふうに運用していくのかっていうルールをしっかり決めて、長期的に継続できる形を作っていくっていうことが大事だと思います。結局は休んではいけないというふうにやり続けてもどんどんパフォーマンスが落ちて結果的に怪我をしたりとか長期的に重量が戻らないっていうことになるだけなので、そうではなくって自分が1ヶ月、3ヶ月、半年、1年と続けられる、継続できるやり方っていうのを模索していかなければいけないわけですよね。例えば今僕だったら、以前は、エブリベンチで毎日セットをやっていたんですよ。毎日トップシングルとセットをやっていたんですけども、150キロを超えたらへんから、それができなくなってきて、すぐに体が痛くなってしまうんですね。背中だったりとか肩を痛めるようになってしまったので、今は1日ごとですね。1日ごとでトップシングルとセットを行って、間の日に関してはフォーム練習という形でエブリーベンチをやっています。それを無理に毎日トップシングルとセットをやっても、正直1ヶ月も続かなかったんですよ。怪我を繰り返してしまって。だからこれでは半年1年と続けることはできないなと思って、練習頻度を週 3.5 ですね。1日おきなので。週 3.5 にして、間の日は重い重量を持たずに軽い重量でフォーム練習だけにしようというふうにしました。これはまた時期が変わったり重量が変わったら変更することはあるかもしれませんが、現段階ではこれぐらいの頻度で休む。休むといってもフォーム練習はしてるんですけど、体に重量を乗せない日っていうのを1日間を空けてやっているという感じですね。本当だったら毎日持ちたいんですけれども、それができないんだったらもうしょうがないよねっていうところで、こういう形にしています。で、これができないと、結果的には怪我をしたりとか、ずっと重量が伸びないっていうことになってしまうので、やらなければいけないのではなくて、継続できる方法で適切に休みを入れてやっていきましょうというふうに思います。8つ目は、伸びない理由を外的要因のせいにするです。外的要因というのは自分のせいじゃないということですね。例えば、ジムの設備が悪い。確かにラックが悪いってことはあるんですよね。あとは仕事が忙しいとか、体質的に筋肉がつきにくいとか、関節がもともと弱いとかっていうことを外的要因に挙げて、これを言い訳にする人っていうのがいらっしゃいます。これは確かにその環境とか遺伝的な要素、先天的なものがトレーニングに影響を与えるっていうのは否定はできないんですよね。ただ、それを理由にして行動を変えるということをしなければ、
結果は変わるっていうことはありえないわけですね。まず、自分でコントロールできない要素に意識を向けすぎると成長が止まるっていうのはなんとなくわかると思います。先ほどもお伝えしましたけども、ジムのラックが悪い。これ確かにありますよ。あるんですよ。で、仕事で疲れ切っている。それもあると思います。もともと体格に恵まれていないとかっていうのも、これもあると思うんですが、これは基本的には自分では変えられないものですよね。仕事で疲れるとかっていうのは意識的に残業を減らしたりすればできるかもしれないですけど、トレーニングの成果を出すためには自分でコントロールできることに意識を向けるのが非常に重要なんですよね。例えばベンチ台が滑るんだったら滑り止めを敷いたり、ラックが深くて長いんだったらスペーサーを入れたりとか、バーがすごい滑るものなんだったら可能ならチョークをつけるとかっていう対策ですよね。そういった外的要因を理由にしてできないっていう風にしちゃうと、結果的には努力しない言い訳になってしまいますよね。環境が悪いからしょうがない。遺伝的に筋肉がつきにくいから無理。もともと関節が弱いから無理。時間がないから無理。年だから無理。という風に考えてしまうと、努力する理由っていうのを失ってしまいますよね。ジムが混んでいてトレーニングができないっていう人も、もちろんいらっしゃると思いますし、その時間にしかもしかしたらいけないのかもしれないんですけど、生活スタイルを見直したら、朝早く起きて朝トレをしに行く、早朝ですよね。4時とか5時に行ってトレーニングをして、それから仕事に行く方もいらっしゃるじゃないですか。そしたら仕事で疲れるっていうこともなくなったりすると思います。出張で全然ジムに行けないとかっていう方は、出張先でできる筋トレっていうのを探せばいいと思うんですよね。プッシュアップとかでも出張用の例えばリュックとかを背負って荷重して腕立て伏せをすることでかなりの負荷になりますし、僕は出張が多かった時、サラリーマンの時ですね、かなり出張多かったんですよ。1年に100日以上出張に出ていた時があって、その時なんかはバスタブあるじゃないですか。バスタブで、お湯を入れずにですよ、ディップスやってましたね。はい。あと椅子が2個あったりしたとこでは、椅子でディップスをやったりとか、あとは逆立ち腕立てみたいなことをやって、肩トレをしたりとか、そういうことをやってました。そういうことをやっていると、ベンチができるようになった時、環境が整った時に、割と早く戻ることができるので、何々だからできないっていうふうに考えるんじゃなくて、じゃあどうしようかっていうふうに考える。これが非常に大事かなというふうに思います。何でもそうですよね。もともと関節が弱いっていうんだったら、どういうふうにやったら関節に負荷がかかりづらいのかっていうのを研究していくっていうのも一つの手だと思います。もともと筋肉がつきやすい、つきにくいっていうのが本当にあるのかどうかはわかりませんけれども、じゃあ筋肉がつきにくい体質の人でも筋肉を増やしていける方法はないんだろうかっていうことを必死になって考える。そういったことが必要だと思います。要は今あるものの中で変えられるものに焦点を当てて、そこに対して全力で努力をぶつけるっていうのが一番いいと思うんですよね。どちらにせよ変えることができないんだったら、そこに努力を向けるっていうのが一番効率的で合理的だと思います。コントロールできないことにばかり意識を向けて不満を言っていると、コントロールできることっていうのもどんどん見えなくなってしまいますし、結果的に正しい努力っていうのができなくなるので、重量も伸びていかないというようなことが結果として出てくるというふうに思います。もちろん環境もそうですよ。ジムの設備が悪ければ他のジムを探すとか、ホームジムにするとかっていう選択肢もいくらでもあるので、そういった変えられるところから変えていくっていうことをしていくといいのかなと思います。次に9つ目ですね。9つ目は結果に対する原因を考えないということです。これはうまくいかない時にその原因を突き止めないということですね。もしくはこれ逆もあって、うまくいった時にもなぜうまくいったのかっていうのを突き止めないので再現性が取れないということです。今回はうまくいかない場合でお話ししますけれども、うまくいかないのはフォームのせいだったり、そのフォームについて解説している発信者のせいだったり、プログラムのせいだったり、誰々さんが言った方法を試したけどうまくいかなかった。この方法はダメなんだっていうふうに結論を出してしまうという感じですね。あとは、なんか今日調子が悪いなっていう人もこの結果に対する原因を考えないっていうことに当てはまると思っていて、なんか調子が悪いっていうふうに言うんじゃなくて、今日は仕事で疲れていて、肩甲骨周りの柔軟性が低くなっているから、受けでしっかりと肩甲骨で支えることができなくて、その先全部重く感じてしまう。調子悪いなっていうんだったらわかるんですよ。今日なんか調子悪いな、
なんか調子悪いなっていうのをいくら繰り返していても、全くその先に進んでいかないんですよね。で、これ合ってなくてもいいんですよ。そのなんかっていうところが、肩甲骨周りが硬いっていうのが合ってなくてもいいんですけど、仮定を立てて、それに対して行動して、検証して、どうだったのか評価するっていうことが非常に大事なんですよね。だから今日はなんかアップの段階で調子が悪いなって思ったら、その段階で一回切り上げて、もう一回肩甲骨周りのストレッチとかマッサージをしてみて、それで感覚がどうなるのかっていうのをもう一回試してみるっていうことですね。そしたら、こういう感覚の悪さの時っていうのは、肩甲骨周りの柔軟性だったりとか、硬さが取れてない時なんだなっていう結果が出るじゃないですか。結論が出るじゃないですか。過程に対して結論が出る。そしたら次からその状態になったら、今日は肩甲骨多分硬いから、ちょっとアップ入念にやっとこうっていう風になる。そうすると、どんどん再現性っていうのが取れていって、なんか調子が悪いっていうことが減っていくわけですよね。それでもどうしてももちろん取れない時もありますよ。不調の原因が取りきれない時もありますけれども、全く何もわからないっていう状態よりも、一個一個原因を詰めてって、その都度過程を立てて行動して検証していくっていうことをしていくと、どんどん自分の中に、こういう場合はこうしたらいい、こういう場合はこうしたらいい、こういう場合はこうしたらいいっていうのが積み上がっていくんですよね。もちろん記録もしておいた方がいいと思いますけど、そういうのがどんどん積み上がっていくと、それが経験になって知恵になっていくわけですよね。そうするとどうなるかっていうと、なんか調子悪いっていう発言がなくなるんですよ。今日はこれこれこうで感覚が悪かったなとかっていうふうに言うようになるんですよね。これがかなり大事なんですよ。だから結果に対する原因を考えない人っていうのは、これが全くないんですよね。今日はなんか調子が悪いっていうふうに言ってみたり、この間 YouTube で見たやり方を試してみたけど、全然上がらなかったとか、そこで終わりなんですよ。なんで上がらなかったのか、なんで自分には合わなかったのか、その人が本当に言おうとしている真の意図っていうのは何なのかっていうところを詰めないので、プログラムをやったけどできなかった。531プログラムをやったけど重量が伸びなかった。グエンプログラムをやったけど重量が伸びなかったっていうことになるわけですよ。で、その原因っていうのを全く突き止めていかない。これだと何のプログラムをやってもあまり意味はないんですよね。結果、その時に5キロ伸びたっていうのはあるかもしれないですけど、何回も言いますけど、再現性がないんですよ。だから次はもうまたゼロからのスタートになるんですけど、その都度その都度うまくいったことに対しても、うまくいかなかったことに対しても、原因を突き止めていく。できれば言語化した方がいいんですけど、言語化していけると、ここでなぜっていうのが全部埋まってくるので、どんどん自分の中でうまくいく方法っていうのが増えてくるということですね。だからそういうふうに再現性を担保するように結果に対する原因を考えた方がいいんじゃないかなと思います。次、10個目ですね。10個目はすぐに神経系の疲労というです。ベンチで伸び悩んでいる時によく聞くのは、神経系の疲労が溜まっているんでしょうかっていうふうにおっしゃる方が結構いらっしゃるんですよね。で、この神経系の疲労っていうのはもちろんあるんですけれども、正直言って神経系の疲労って主観的にも客観的にも判断するのが非常に難しいと思うんですよ。だから皆さん疑問系だと思うんですけど、これを主観的にとか客観的に判断するのは非常に難しいので、一概にすぐに重量が上がらなかった時に神経系の疲労を疑うっていうのは僕はやめた方がいいと思います。実際にはあるんですよ。実際には神経系の疲労っていうのはあるんですけれども、例えば安静時の心拍数を測ったりしてるわけでもなかったり、記録が2.5キロとか5キロぐらいしか落ちてないのに、2.5% から5%と言い換えてもいいんですけど、そこで神経系の疲労っていうのを疑うのは、ちょっと違うんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、あとは科学的にも神経系が疲労しているから記録が落ちるっていうふうに断言できるデータってほとんどないと思うんですよ。神経系の疲労っていうのは存在するんですけれども、だからといって確実に記録が落ちるというわけでもないということですね。なぜこういうふうに思うかっていうと、オーバーワークとオーバーリーチングっていう言葉があるんですけども、どちらもかなり疲労を溜めた状態、意図的に溜めている場合もあるし、勝手に溜まっていってしまう場合もあるんですけれども、
オーバーワークっていうのは記録が一方的に落ちていってしまうとオーバーワークっていうふうに言ったりもしますし、これが一方で記録が上がっていくとオーバーリーチングっていうふうに言ったりもするんですよね。僕自身もそうで、エブリベンチで毎日トップシングルとセットをやってる時って神経系の疲労絶対あると思うんですけど、なぜか記録が伸びる。マックス更新がエブリベンチの5日目とかでマックス更新したりすることってよくあるんですよね。だから一概に神経系が疲労していると記録が落ちるっていうふうにも言いづらいんですよ。あるんですけどね。もちろんその要因もあるんですけれども、一概にそう言えるかというと、そうな時とそうでない時があるんですよ。だから、ほとんど当てにならないっていうことです。で、ここでいきなり神経系にその目を向けないでほしいっていうふうに言ってる理由っていうのは、神経系の疲労以外の部分の本質的な部分を見落としている可能性があるからなんですよね。その中で一番懸念されるのはフォームなんですよ。フォームが崩れていて重量が上がっていないのに、それを神経系のせいにしている節があるっていうことですね。そういうふうになっちゃってるんじゃないかなって思われることがよくあります。で、このフォームが崩れるっていう現象がいつ起きるかっていうと、大体高重量をやった後とか追い込んだ後なんですよ。なので、一般的に高重量を持つと神経系が疲労するのでっていうことがよく言われるじゃないですか。なので、高重量を持った後に重量が落ちると神経系の疲労なんだっていう風につなげてしまう方が多いんですが、実は高重量を持った後にフォームが崩れているので重量が上がらないっていう風なケースが多いように僕は感じます。そこでやるべきことっていうのは何なのかっていうと、神経系の疲労を抜くためにオフを入れるっていうことじゃなくて、フォームをしっかり整えてあげる。フォームを整える、フォーム練習をしてあげるっていうことが解決策なんじゃないかなと思うんですよね。なので、ここでオフを挟んでも、フォームが崩れたままだったら、また重量は上がらないんですよ、結局。で、何なんだろうっていう風になって、またがむしゃらにやって、フォームが崩れて、オフを取る。神経系の疲労だって言ってオフを取る。これだと多分一生治んないんですよね。なので、そこの本質の部分を忘れないでほしいなというふうには思います。はい、次が11個目ですね。11個目は、正解を求める人です。ベンチプレスが伸びない人の中には、正解を求めすぎる人っていうのがいらっしゃるんですよね。で、例えば、このセットの組み方が正解なのか、どのフォームが正解なのか、誰が言っていることが正しいのかっていうふうに答えを求めちゃう人です。もしくは僕とか他のトレーナーさんに聞くときも、これで合ってますかっていうふうに質問する方は、ちょっと注意が必要だと思います。トレーニングにおいて合ってるか合ってないかっていう絶対的な正解は基本的には存在しないと思っていただいていいです。フォームにしてもセットの組み方にしてもそうで、フォームで言うと本当にいろいろなパターンがあるんですよね。肘を少し開き気味で下ろした方が力が入る人もいれば、閉じ気味にした方が力が入る人っていうのもいますし、グリップもハの字の方がいい人もいれば、逆ハの字の方がいい人もいる。骨盤を立てた方がいい人もいれば、寝かした方がいい人もいますし、足を投げた方がいい人もいれば、引いた方がいい人っていうのもいるわけなんですよね。だから一概にどれが正解ではなくて、あなたにとってどれが一番やりやすいですかっていうことを考えていかないといけないんですよ。だからフォームは当然1個じゃないということですね。大体のその指針みたいなものはありますよ。これぐらいからこれぐらいの幅で自分で調節してくださいねっていうのはあるんですけれども、これが正解っていうのはないんですよね。これはセットの組み方に関しても同じで、いろんな方いるじゃないですか。3レップがいいっていう人、5レップがいい人、8レップがいいっていう人もいれば、10レップがいいっていう人もいますよね。もしかしたら20レップとか40レップがいいっていう人もいるかもしれません。で、これどれがいいんですかっていう話なんですけど、それは今のあなたの状況によりますよっていう答えしか出せないんですよね。いろんな話を聞いて、今置かれている現状からすると、このレップ数とか、このセット数がいいんじゃないですかねとか、このプログラムがいいんじゃないですかねっていうのはあるんですけれども、どれが正解なんですかっていうのはないんですよ、基本的に。だから例えば、今まで、例えば3レップ5セットとか、5レップ5セットとか、割と低レップ寄りのセットの組み方ばかりをやっていた方っていうのは、5レップは強いけど、10レップがすごく弱い。
そこの RM 換算がすごく弱かったりするので、じゃあ10レップを中心にやっていってマックスが伸びるか試してみましょうかっていう話になるんですけど、今度逆に今まで10レップとか12レップばっかりやってた人っていうのは神経系が弱かったりするので、5レップとか3レップを中心に組んでいってマックスが伸びるかどうか試してみましょうかっていうことになるんですよね。だから一概に3レップ5レップの低レップがいいのか、10レップとか8レップのハイレップ帯がいいのかっていう結論はないんですよね。だからここを言い切っちゃうっていうのはあまりよろしくないことだと僕は思います。これはセット数とかもそうですね。セット数というかストレートセットがいい人もいれば、アセンディングセットの方が力が出やすい人もいれば、ピリオダイゼーションがいい人もいれば、線形だったり非線形の方が合ってる人ももちろんいますし、頻度に関しては週2の方がいいっていう人もいれば、週4、週5、週6の方がいいっていう人がいたり、これ本当様々なので、自分にとって何が合っているのか、いや、正解じゃないですよ。これは正解ではなくて、自分にとって何がいいのかっていうことを考えていかないといけないんですよね。ベンチプレスにおける正解っていうのは基本的にはないと思った方がいいです。これは科学的なデータとかも絶対の解にはならないというふうに思った方がいいです。統計的っていうのはあくまで平均なので、テストの点数で言うと100点の人から30点の人までを平均して、このテストの平均は70点でしたみたいなことを言うわけですよね。じゃあ70点の平均点に対してこういうことをやった方がいいよっていう、サジェッションがあったとして、それ100点の人はそれをやるべきなのか、それ違いますよね。全然もっと上のレベルのことをやった方がいいし、30点の人って平均の70点のことをやっても分かんないから、もっと基礎的なことをやらなきゃいけなかったりするじゃないですか。だからそういう科学的なデータ、統計的に平均化されてならされたデータっていうのもかなり疑ってかからないとわけが分からなくなってしまうので、そこも注意した方がいいと思います。科学は正義だとか、統計的に優位なのが正義っていうわけじゃないですからね。僕はそれは全然違うと思ってます。むしろそういうことを言う人は科学者じゃないんですよ。科学者じゃないです。科学を利用して人を先導したい人かなというふうに僕は思います。はい、ちょっと話がそれましたが、11個目に関しては、正解を求める人ということです。ベンチプレスが伸びない人の特徴、12個目は、専門用語を知らないです。これは YouTube とかでもよくあると思うんですけれども、割と初心者の方でもわかるように、簡単な言葉を使って話すっていうのが一般的なような気がします。ですが、実際のところは専門用語を使わないとどういうことが起きるかっていうと、話のスピードが非常に遅くなってしまうというのが一つですね。で、もう一つは専門用語を使わないので正しく伝わらないっていうことが起こります。例えば野球とかをやろうと思った時にピッチャーとかっていう専門用語を使うなっていうふうに言われるとどうなるかっていうと、どうなるんでしょうね。キャッチャーも使っちゃいけないので、試合でボールを投げる人みたいな、そういう感じですかね。もうわけわかんないじゃないですか。ボールを投げるって何みたいな。この時点でなんかうまく伝わってないじゃないですか。サードだってボール投げるよねみたいなことになっちゃう。あとは、もっと難しめのことで言うと、ゲッツーとかってあると思うんですよ。ツーアウトをいっぺんに取るプレーなんですけれども、例えばセカンドゲッツーをするっていう風になった時に、セカンドゲッツーっていうのが伝わらないと、ゴロがショートに転がって、ショートがセカンドで1人アウトにして、それをファーストに投げてもう1人アウトにするプレーのことみたいになるわけなんですけれども、そんなこといちいち説明しないじゃないですか。ゲッツーはゲッツーなんで、それで終わりだと思うんですよね。で、これと同じようにベンチプレスっていうのも専門用語っていうのがたくさんあるんですよ。特に解剖学なんていうのは、そのものだと思うんですけれども、あんまりこの解剖学の専門用語を使わないで話す人が多いなというふうに思っています。で、それによって結構齟齬が生じることが多くて、その代表例っていうのが肩甲骨を寄せるとか寄せないとかっていう話なんですよね。で、例えば、ある人は寄せるっていうと肩が上がっちゃうから寄せちゃダメですみたいなことを言うんですけど、だったら挙上しないで内転加勢してくださいねって言えばいいだけなんですよね。
専門用語を使わないから寄せるっていうと上がっちゃうっていうことになるわけです。それだからキューイングがおかしいんですよね。内転して加勢させてください。挙上はさせないでくださいっていうのが正しいキューイングの出し方になると思います。あとは、加勢させる、肩甲骨を加勢させるっていう表現もよくすると思うんですけど、加勢は確かに重要なんですよ。重要なんですけど、ほとんどの人が言ってる加勢って後傾だと思うんですよね。後傾になってることが多くて、もしくは肩甲骨を寄せて下げるっていうことの動きを下方回旋っていうふうに言ってる方もいる。それはそれで間違ってるんですよね。下方回旋の動きと肩甲骨を寄せて下げる動きは別の動きなので、それはそれで間違ってるんですけど、そういう専門用語をちゃんと使わないことによって、ベンチプレスこれから強くなっていきたいな、勉強していきたいなっていうふうに思っている人に正しく伝わらない。なので、結局よくわからないっていうことになるんですよね。あえてよくわからないようにして、パーソナルを取ろうっていうんだったら、すごい戦略だなというふうに思いますけど、それは僕はちょっと違うかなというふうに思ってます。あとはやっぱり会話にならないんですよね。専門用語を知らないと、会話にものすごい時間がかかるんですよね。もちろん対面でもそうですし、オンラインでもそうなんですけれども、一つ一つの言葉を説明しながらやってもらうっていう風になると、やはりこの専門用語を知っている者同士で話しているのに比べて、会話のスピードっていうのが非常に遅くなります。この会話のスピードっていうのは何なのかっていうと、結局は情報を入手できるスピードっていうことになるので、例えば100キロ目指してます、120キロ目指してますっていう時に、情報を入手できるスピードが上がるっていうのは、やはりそこに到達するための時間が短くなるということだと思いますので、専門用語は覚えておいた方がいいと思います。はい。次、強くなれない人の特徴13個目は、モチベーションで練習する人です。例えばなんですけど、僕が何かこういうモチベーション系っていうのかな、マインドセット系の動画を出した時に、この動画を見てすごくモチベーションが上がりました。ありがとうございますっていうふうに言っていただくことって結構あるんですね。それはそれで動画が一つお役に立ったなというふうに思うので、ありがたいことなんですけれども、本来というか、あるべき姿的には、モチベーションに左右されない方がいいと思ってます。まして、他人から励まされたりとかして、モチベーションが上がるっていうのは、僕はあまり良くないと思っていて、少なくとも自分の中でモチベーションを高めるっていう方が、まだ健全だと思ってるんですよね。で、もっと言うと、モチベーションで練習しない方がよくって、なぜダメなのか、なぜモチベーションで練習するのがダメなのかっていうと、モチベーションが高い時、つまりやる気がある時っていうのは、しっかりトレーニングするんですけども、気分が乗らない時っていうのはトレーニングをしなかったりとか、ちょっと緩めにやっちゃったりとかっていうことになるんですよね。そうすると結局は気分次第でトレーニングの内容が変わってしまうということになりかねない。と考えると、やっぱりそれはあまり良くないかなというふうに思います。ただ単にやるべきだからとか、やると決めたから淡々とやるっていうことですね。やりたくねえなって思ってても同じことをやるっていうのが僕はすごい大事だと思ってます。個人的には僕やる気がないやつが勝つっていうふうに思っていて、やる気に左右される人の特徴って、これ僕もすごい当てはまるんですけれども、やる気が続くのってだいたい3ヶ月ぐらいなんですよね。で、その後3ヶ月ぐらいまたやる気が落ちてっていうことを結構繰り返す方が多いです。そうなってしまうと、やっぱりトレーニング効果って出づらいというふうに思うので、そういった意味でも、やる気の有無っていうところでトレーニングをやらない方がいいかなと思います。これ前に何かの時にお話ししたと思うんですけど、ウサギとカメっていう話があって、こうやる気が高い人ってウサギみたいな人なんですよね。やる気でやる人ってウサギみたいな感じで、こう最初ブワーっと行って、なんか人の様子を見ながら、やったりやらなかったり、休憩したりみたいなことをやる。で、やる気に左右されない人っていうのは、僕から見ると亀タイプの人なんですよ。あまり別にウサギがどう走ってようがあまり関係なく、自分のやるべきことをコツ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 やっている。この亀タイプの人。これがやる気に左右されない。もしくはやる気がないっていうふうに言ってもいいかもしれないんですけど、タイプなんですよね。で、僕はどちらかというと、ウサギタイプなんですよ。今までの人生を振り返ると、ウサギタイプなので、結構それを反省していて、なるべく亀タイプ、モチベーションとかやる気に左右されないように結構気をつけてやっています。ということで、13個目に関しては、モチベーションで練習する人ということでした。
はい、次、ベンチプレスが強くなれない人の特徴14個目は、環境が悪いですね。で、この環境というのは、人と物というふうに分けることができると思っていて、まず人に関してですね、で、自分の周りにいる人の強さぐらいにしか、おそらく自分もなれないんですよ。だから周りが100キロ上がらないぐらいの人ばかりで固めてしまっていて、その人たちの中で練習をする。というふうにすると、自分もやっぱり100キロに行くか行かないかぐらいのとこまで行けないと思うんですよね。一方で、周りが200キロ上げてる人ばかりっていう環境だったらどうかっていうと、当然100キロなんて当たり前のように上がるっていう人ばっかりなんですよね。いや、100キロ上がるでしょうっていう人が周りにたくさんいて、しかもその人たちは200キロとかを普通に上げてるっていう風になったら、おのずと100キロは上がるようになると思います。これはもうほぼ間違いなく上がるようになると思います。そういった意味で、まず人、自分の周りにいる人という意味で、環境が悪いとなかなか伸びなくなっていくなというふうに思います。で、もう一個は器具とかですね。実際のジムとかラックとかバーベル。特にベンチプレスの場合はラックなんですけど、ラックの調節幅がめちゃめちゃ広いものしかなかったりとか、あとベンチ台か。ベンチ台がすごい細くてすごい低いとか、めちゃくちゃ滑るとか、そういうラックしかないようなところでトレーニングすると、やっぱり伸びづらいよねっていうふうには感じます。ラックの高さについては、本当にラックアップの精度って、半分ぐらいラックの高さで決まると思ってるんですよ。低すぎても高すぎてもやっぱりうまく取れないので、そういったことを考えると、どういうトレーニング環境でやるのかっていうのは非常に大事ですよね。あと立地か。例えばジムでやってるとする場合に、家からジムまで車で片道1時間かかりますっていう風になったら、毎日毎日行こうってなるのが結構億劫じゃないですか。一方で、僕はホームジムなので、トレーニングをしようと思ったら、5秒で行けるわけですよね、ラックまで。ラックまでたどり着くのに、そんな何も心構えは必要ないんですよ。そういう意味で言うと、ホームトレーニングっていうのは、個人的には最強だと思っているので、そういった立地っていうのも考えていった方がいいのかなと思います。はい。次、強くなれない人の特徴15個目ですね。これは、やってもいないことを質問するという方ですね。例えばなんですけれども、18号プログラムでもそうですし、531プログラムにせよ、グエンプログラムにせよ、何でもそうなんですけど、あと、フォームでもそうですね。ワイドグリップとか、ナローグリップとか、ケツ上げはどうだとか、足上げはどうだとか、何でも全てそうなんですけど、自分でやったことがないことに関して聞いてくる方っていうのは、今後もあまり伸びないだろうなというふうに感じます。で、なぜかというと、結局はこれってやってみないとわからないんですよね。18号プログラムは伸びますかとか、531プログラムは伸びますか、グエンプログラムは伸びますかっていうふうに聞かれたとしても、まずやってみて、それでどうなのかっていう自分の考えがないもとで人に質問をしても、これあまり意味がないんですよね。なぜかっていうと、自分が何が分かっていないのかっていうことすら分かっていないっていう状態。これはそもそも質問をしたところで、どの答えを自分に当てはめればいいかっていうのが全く見当がつかないわけですよね。だから、まず自分でやってみて、そこから得た自分の考えに基づいて質問をするっていうのが正しい質問の仕方だと思うんですよね。なのでこのやってもいないことを質問するっていう方は、そもそもその質問が出てきた時点で、あーってなっちゃうんですよね。やってもないのに聞いちゃうんだっていう風なのが、正直な感想です。これは別にベンチプレスに限ったことでもなくって、他のことに関しても何でもそうなんですけど、一回も自分がやったことないのに、グエンプログラムってどうですかと言われてもっていう風になってしまうんですよね。で、これ先ほど何個目かでお話ししたんですけど、正解を求めてしまう人の特徴にそのまま当たるんですよ。だから全てにおいて自分は合っていることをしたいっていうふうに思う気持ちが非常に大きいと思うんですけど、そういう気持ちを持ってしまうとなかなか伸びていくことは難しいと思います。なぜなら、ベンチプレスを強くする上で一番大事なのって試行錯誤なんですよね。トライアンドエラーっていうのが非常に大事なんですよ。こういった形でやってもないことを質問するっていうことは、そもそもトライしないですよね、なかなか。
トライをする回数っていうのは圧倒的に少なくなってしまう人の特徴なんですよ。トライをしないから当然エラーもしない。失敗もしないからいいかもしれないけど、トライをしてる数が少ないので非常に学びが少ない。だから成長していかない。長期的に見るとなかなか成長していかないっていう形になると思います。なので、まずこのやってもいないことを質問するっていうことをする前に、まずやってみて自分の意見をまとめてみましょうということですね。はい、次です。強くなれない人の特徴16個目は、優先順位を決めないということですね。これも非常によく聞かれることなんですけど、僕自身はベンチプレスをメインにトレーニングをしています。その上で発信をしているんですけれども、多くの人ってスクワットとデッドリフトをやっていたり、もっと5分割とかでやっていたりとかっていう方が多いと思います。で、例えば胸だったらベンチプレスをやって、インクラインのダンベルをやって、インクラインのフライをやって、ディップスをやって、ケーブルをやって、みたいにいっぱいやってる人もいると思うんですよね。そういう人から見ると、うつベンチ、お前は1種目しかやってないかもしれないからいいかもしれないけど、5分割していて、胸の日は週に1日しか取れないと。その中でも5種目やってるから、ベンチは3セットしかできないんだ。それで強くなる方法を教えてくれ。っていう風なご質問とかご要望いただくことがあるんですけど、それは正直無理なんですよね。絶対に伸びないというふうには言わないですけれども、ベンチプレスの重量を伸ばすという意味で言うと、非常に緩やかになっていくと思います。なぜなら、ベンチプレスを練習する回数が少ないからですね。で、ここで重要なのは、何か一つ伸ばしたいと思うものがあるんだったら、そこを優先的にやるっていうことが非常に大事です。何でもそうなんですけれども、よほど優秀な人じゃない限り、5個も6個も違うことってできないんですよ。例えば5分割でやってって、胸、肩、腕、背中、足かっていう風にやってるとするじゃないですか。そしたら、その人のリソースっていうのは単純に5分割されちゃうんですよね。っていうことはですよ、ベンチだけをやっている人の5分の1しか胸に関しては成長しない可能性がある。もしくはベンチに関しては成長しない可能性があるっていうことです。これは自然な発想ですよね。で、さらに胸という部位の中でも5種目っていうのを分けると、その中でもさらに5分の1ずつに力が分配されてしまう。力っていうかリソースですね。リソースが分配されてしまうので、ベンチプレスっていう動きを練習する量が圧倒的に少ないんですよ。こういった人がやらなきゃいけないのは、その別の種目で胸の筋肥大をしてベンチプレスに生かすっていうことじゃなくて、とにかくベンチプレスが伸ばしたいならですよ。別にそうでもないんだったら別にいいんですけど、ベンチプレスが伸ばしたいなら、本当にベンチプレス1種目だけをひたすらやり込むっていうことをやった方がいいと思います。でも、胸でも上部と下部だったり、収縮とストレッチで分けてやりたいんだよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、僕の考えではベンチプレス120キロぐらいまではベンチプレス1本でいいと思ってます。上部も下部も特に必要ないんじゃないかなと思いますね。ストレッチとか収縮とかもですね。そもそも大胸筋がない状態で上部や下部、ストレッチや収縮っていうことをやっても、ないので、それが筋肉がついてるかどうかもわからないじゃないですか、その重量でっていう話なんですよね。だから120キロぐらいまでしっかり重量が持てるようになってから、そこから派生をさせていく。上部が弱いんだったら上部をやる。もうちょっとストレッチをやりたいんだったらストレッチをやるっていう風に派生させた方がいいかなという風に思います。とにかくすごく大事なのは、どの種目においても重量を持つっていうのが大事なんですよ。ダンベルで20キロでやり続けてるよりも、ベンチを120キロぐらいまで伸ばして、40キロとか50キロのダンベルを扱えるようになった方が、僕はいいと思ってます。あとは、足とか背中もやらなきゃいけないっていう風になると思うんですけど、そしたら3種目とか4種目に絞ってやればいいのかなと思います。で、僕の場合はベンチプレスしかほとんどやっていないので、極端な例なんですけども、僕が今、ベンチプレスが体重82キロで155キロがマックスなんですよ。で、スクワットとデッドリフトって年に数回しかやらないんですけれども、スクワットのマックスが140キロで、デッドリフトのマックスが170キロなんですよね。これ決して強いわけではないんですけど、全くと言っていいほど、スクワットとデッドリフトをやってない人間の割にはマシなんじゃないかなと思うんですよね。で、これなぜかっていうと、結局、
ベンチプレスである程度の重量を伸ばしていれば、スクワットもデッドリフトもそこそこ強くなるっていうことなんですよ。これってベンチがめちゃくちゃ強いベンチプレッサーの方で結構あるあるで、ベンチしかほとんどやってないのにスクワットデッドがなぜかそこそこ強いみたいな。ベンチしかやってないのにビッグ3で500を普通にオーバーするみたいな人って結構いらっしゃるんですね。だからベンチだけしかやってないとしても、それ以外も強くなっていくっていうことを考えると、それぞれの部位で1種目ずつぐらいやっていれば問題ないんじゃないかなと思いますね。ある程度のレベルまでは。少なくともビッグ3が500とか、それぐらいまで上がるまでは、ビッグ3だけでもいいんじゃないかなと思います。プラス、懸垂とオーバーヘッドプレスぐらいですかね。この5種目やっとけばほとんど間違いないと思うんですよね。で、そういった意味で5種目だけやっとけば僕は間違いないと思ってるんですけど、1部位につき5種目とかやってる人は25種目とかやってるわけですよね。で、その優先順位付けができていない。だからなかなか一つの種目でも抜けないし、全体がこじんまりした感じになっちゃうんじゃないかなというふうに思います。ということで16個目は優先順位を決めないでした。はい。次。ベンチプレスが強くなれない人の特徴。17個目ですね。17個目は、才能がないとかいう人ですね。これは、短期間でガンガン伸びていった人っていうのを自分と比べて自分には才能がないっていうふうに言う方が、一部いらっしゃるのかなというふうに思ってます。ただですね、これに関しては、その一部短期間で伸びていった人っていうのが、これまでに積み上げてきたことっていうのをあんまり見てないケースが多いのかなというふうに思います。例えば、その短期間で伸びる人は、これまで、例えば、小中高、大学とずっとスポーツをやり続けていた人とかですね。そうするとやっぱり体の使い方ってもともと上手いので、筋トレを始めてもスルスル伸びていくということが起こりますよね。だったりとか、もともとその部活とかでやっていた時に筋トレも結構してたかもしれないですよね。そうすると、そもそも全然スタートの段階で違うということになる。一概に筋トレの歴が同じ1年だとしても、例えば23歳ぐらいになるまでずっとスポーツをやってた人と、スポーツを今まで全くやってなかった人っていうのは、これはまず土台が違うんですよね。で、ここで考えなきゃいけないのは、それって才能じゃないんですよね。そこまで積み重ねてきたスポーツの経験なんですよね。それは才能じゃないということです。なので、なかなか伸びない。今までスポーツをやってこなくて、筋トレ始めたけど、うまくできないとか、なかなか伸びないっていうのは、それまでにそういうことをやってこなかったから、なかなか伸びないっていうだけで、その23年間の積み重ねを才能というふうに考えてはいけないということですね。それは才能ではなくて、経験の差なので、そこまでの23年間の経験を埋めるためには、自分はその伸びてる人よりももっともっと努力しなきゃいけないということです。はい。あとは自分は才能がないから伸びないんだっていう方のお話を伺っていると、圧倒的にやってる量が少ないことが多いです。例えば100キロが上がりませんっていう方がいたとして、どれぐらいやってるんですかって、今までの練習とか、今の練習量ってどれぐらいなんですかっていうのを聞くと、例えば週に2回5セットずつ、レプ数はいろいろ変えて5セットずつとかだったりするんですよね。それ週10セットじゃないですか。1週間で10セット、1ヶ月で40セットしかやらないっていうことになりますよね。で、これぐらいの練習量で才能があるかないか、それを例えば3年間続けたけど100キロが上がりませんでしたっていう風になっても、それぐらいの練習量だと才能があるかないかっていうところまで全然行き着かないと思ってます。僕の中で、例えばですけど100キロ上げるためには1万レップぐらいは必要ですよねっていう話をよくするんですけれども、それがだいたい10レップ ×5 セットっていうのを週4回ですね。やるとだいたい1年間で1万レップぐらいにはなるかなっていうことです。なので、最低限週4回の10レップ ×5 セットっていうところをやらないと、1年では上がらないですよね。で、週2回の10レップ ×5 セットだとすると、少なくとも僕の中では2年以上かかるっていうことになるし、これが5セットじゃなくて3セットとかだと3年4年っていうのは、普通かかるっていうことなんですよ。その練習量だと。だからそれは決して才能ではなくて、単純に量が少ないっていうことなんですよね。はい。あとは関節がもともと弱いとかっていう方も多分いらっしゃるんですけれども、関節がもともと弱いかどうかっていうのは正直言って全くわからないですよね。
例えば肩を怪我する、肘を怪我する、手首を怪我するっていうのが、もともと関節が弱いから怪我をするのか、フォームが悪くて怪我をするのか、もしくは使用重量を間違っているのかっていう、いろいろあると思いますけど、十中八九フォームで怪我をしています。もともとね、もちろん大きな怪我をしているとかっていう場合もありますけれども、もうそれはしょうがないですよね。僕も実は両膝とも膝蓋腱が脛骨かな、脛骨粗面から剥がれてしまっていて、20年前ですね。20年前ぐらいにそこが剥がれてしまう、両方とも剥がれてしまうっていう怪我をして、膝蓋腱とかその周辺の筋っていうのもかなり拘縮してしまって、で、未だにちょっとでも変な体重かけ方すると、そこからなんか1週間まともに歩けないみたいなことになるんですけど、そういった過去の怪我でそういうことが起きている場合は確かに仕方がないんですけれども、そこまで大きな怪我をしたこともないのに、ベンチプレスをやると肩を怪我してしまう、肘を怪我してしまう、手首を怪我してしまうとかっていうのは、基本的にはフォームが悪いということです。もっと言うなら、先ほども挙げましたけれども、外的要因、つまり才能のせいにしてフォームが悪いかもしれないっていうことが頭から消えているから、いつまで経ってもフォームが良くならないということなんですよね。それを才能のせいにするっていうのは、基本、要は多責だということです。多責だと結局うまくいかないですよねっていうのが、強くなれない人の特徴、17個目の才能がっていうことです。はい、次、18個目ですね。18個目は、普通のレベルが低いということです。これ、先ほどもちょっと話しちゃったんですけど、環境が悪いっていうところですね。で、人っていう話をしたんですけど、自分の周りの人のレベルが低いとか、その筋トレに対する、ベンチプレスに対する意識が低い人の中にいると、いつまで経っても成長しないっていう話をしたと思うんですけど、例えば集団の中でもいいですし、自分の中でもいいんですけど、その集団の中、自分の中でのベンチプレスの普通ってどれぐらいなんだろうっていうことなんですよね。例えば、ベンチプレスの 1RM が80キロっていうのが普通のところにいたら、100キロって結構ものすごいことになりますよね。でも120キロなんて上げる人って、もうそんなの本当にいるのかよ、この世に、みたいになっちゃうじゃないですか。けど、それが100キロが普通の空間、120キロに行く人はそこそこ強いよねっていう風な空間にいたら、100キロっていうのは当たり前のように到達すべき重量だと思うんですよ。さらに言うと、先ほども挙げましたけれども、200キロを上げる人が何人もいる。100キロっていうのはもう上がらない人が一人もいない。これ例えば、児玉さんのジムの経営図の大阪の方ですね。本店の方なんかは、100キロ上がらない男性っていうのはほとんどいないと思うんですよね。で、200キロバンバン上げる人がいる。ってなってくると、おのずとその集団の中にいると100キロって上がるんですよ。普通どころか、まだ序の口なんですよね、100キロっていうのは。ようやく初心者卒業かなみたいなのが100キロ。ってなってくると、そこが上がらないっていうことはなかなかないというふうに思ってます。で、みんな150キロが普通。150キロは普通はちょっと言い過ぎかな。130キロぐらい、体重が7、80キロあったら、130から140ぐらいが真ん中で、強い人は180、190とか、もっと強い人は200何キロ上げる人がいます。っていう空間、それが普通。だから130キロですよね。例えば、体重が70キロとか体重が80キロで、130キロから140キロ、150キロぐらいを上げるのが普通だっていうふうに思っていると、不思議なもんでこれはいけるんですよね。で、これって標準記録とかにも当てはまってると思っていて、標準記録ってまた最近どんどん上がってきて、こんなの誰もいけないんじゃないかっていう風になってると思うんですけれども、この標準記録とかって記録を一回上げ出すと、それになんとか食らいついていく人が出てくるんですよね。これ僕、昔機械体操をやってたんですけど、その当時めちゃくちゃ難易度が高かった技、オリンピックレベルでですよ。例えばダブル小鉢とかっていうのって最高難易度だったんですけど、それをみんながやるようになって10年とか20年とか経つと、今度そこから何が起きているかっていうと、そのダブル小鉢をやるときに両方とも1回ひねりをするコールマンっていうのをやる人が出てきて、で、今度それがどんどん普通になっていってるんですよ。だからその普通っていうのをどんどん上げていくと、なんかみんな追いついてきたりするんですよね。そういうもんだと思うんですよ。だから、その自分のレベル、普通のレベルっていうのを上げていくことで、練習とかもおのずと変わってきますし、意識も変わるし、フォームも変わるし、
扱う重量とか練習方法っていうのも変わってくるので、その普通っていうところにおのずと近づいていくっていう風になると思います。あとはね、人それぞれで全然それって違うじゃないですか、普通っていうのが。例えば、学生時代に、試験前に、俺全然勉強してねえよとか言って、こいつも勉強してなかったんだ、よかったとか思ってたら、なんかそいつはめちゃくちゃいい点を取って、俺も勉強してなかったけど、もう全然点数が悪いみたいな。なんだよ、お前勉強してんじゃんみたいな。いや、普通だよ。今回ちょっと勉強できなかったよっていう人いたと思うんですけど、多分その人の普通に勉強してたっていうその普通で、今回はちょっと時間が足りなかった、全然勉強できなかったっていうのが、自分のレベルと全然違うんですよね。その点数取った方は、1日に例えば5時間とか6時間っていうのが普通で、今回は3時間ぐらいしかできなかったから全然勉強できてなかったっていうふうに言ってて、もう自分としては30分とかしか勉強しなかったから全然できなかったみたいな、その普通のレベルが全然違うと、おのずと結果って変わってくるんですよね。だからそういった意味で、普通のレベルっていうのを上げておく。普通のレベルが低いと、その普通ぐらいにしかならないので、普通のレベルを上げていって、そこに自分の環境とかも合わせてあげるのがいいんじゃないかなと思います。ということで、強くなれない人の特徴18個目は、普通のレベルが低いでした。はい、次、ベンチプレスが強くなれない人の特徴19選目ですね。これはコンディショニングを行わない人です。コンディショニングに関しては、ストレッチだったりとか、マッサージだったりとか、モビリティワークとか、ウォームアップに関しても含みます。で、これ当たり前のように聞こえるかもしれないんですけれども、ほとんどストレッチをしない方がいたり、モビリティワークをしない方っていうのがいらっしゃるんですよね。で、体もめちゃくちゃ硬い。特に胸椎が硬かったり、肩関節が硬かったり、肩甲骨周りが全然動かなかったりというような状態でベンチプレスをやっているという感じですね。で、それでやっていく中で、肩を怪我したりとか、出力が出なかったりとか、いろんなとこを怪我してしまうと。そしてさっきの話になりますけれども、関節が弱いからだとかっていう結論になってしまうんですけれども、それって関節が弱いからではなくて、そもそも柔軟性不足が原因のフォームの問題なんですよね。もうほとんど肩の怪我とかも、よほどの高重量じゃない限り、ほとんどは柔軟性の問題です。胸椎の柔軟性の問題と、肩甲骨の可動域の問題。肩甲骨がしっかりベンチ台にしまえない。寄せて下げることができない。やってるつもりでも全然幅が小さい。そういったモビリティの問題がほとんどです。これは10中8区ですね。80%、90%はこれだと思っていただいていいです。で、そんな中でもやはりコンディショニングを行わない。ストレッチを行わない。という方に関しては、やっぱり重量を伸ばしていくっていうのはなかなか難しいかなというふうに思います。で、ここに関しては、もちろん個人差っていうのはあるんですよ。柔軟性の。最終的な到達点のどれぐらいの柔軟性を確保できるかっていう最終到達点っていうのは人によって全然違うと思うんですよ。僕も器械体操をやっていたのですごくよくわかるんですけど、ちなみに僕はめちゃくちゃ体が硬いです。もうすべての部位が硬いです。で、器械体操をやってる時も本当に泣きながら柔軟をしていたタイプの人間なんですよ。それでも硬いし、1日2日やらないとすぐに元に戻ってしまうんですよね。で、やってもやっても柔軟で追いつけないやつっていうのが必ずいるんですよ。けどその人がどれだけ努力してたかっていうのは測れないのでわからないんですけども、いや、どんなに頑張っても俺はああはならないっていう人は必ずいるんです。だとしても、自分はそこまでいけなかったとしても、体が硬いからこそ、ストレッチとか柔軟っていうのは、もともと柔らかい人よりたくさんやらなきゃいけないんですよね。これはもう競技というか、このベンチプレス動作において、柔軟性が必要なのはもうどうしようもないと思います。ベンチプレス動作っていうか、もう筋トレですよね。特に胸の筋トレだったりとか、背中の筋トレっていうのは、胸椎の伸展域と肩甲骨の可動性が出せない人は筋肥大しないです。なぜかというと、胸骨から上腕骨に大胸筋というのはついていて、胸骨部とか鎖骨部とか腹部から上腕骨の距離を離せば離すほど筋肉を動かすことができるからですよね。それをするためには胸椎を伸展させて肩甲骨を動かすっていうことをしなきゃいけないわけです。背中にしても同じですよね。
なので、この胸椎の伸展域を確保するっていうストレッチだったりとか、モビリティワークですよね。胸椎の伸展域もそうですし、肩甲骨の後傾ですね。後傾域っていうのを広げるモビリティとか、ストレッチ。あとは肩甲骨の内転域とか下制域ですね。これを広げるためのストレッチとかモビリティをやらない人っていうのは、もうほぼ上半身は捨ててる。腕以外。腕もですね、二頭の担当に関しては右後突起についてる。肩甲骨ですね。肩甲骨についてるし、長頭に関しても肩甲骨ですよね。で、三頭に関しては長頭が肩甲骨についてる。ってことはやっぱり肩甲骨が動かないと、腕っていうのも、上腕ですね。上腕に関してのトレーニングも滞ってしまう。だからこの胸椎とか肩甲骨の動きを出すためのモビリティとかストレッチをやってない人っていうのは、ベンチプレスに限らず、もう上半身は捨ててるっていうふうに僕は思っちゃうんですよね。で、僕のところに連絡くれる方にはもちろん言いますけど、それでもやっぱりあまりやりたがらない人の方が多いです。で、それをやってる方、もともとやってる方とか、これから本気になってやりますっていう人も、一部いらっしゃるんですよね。そういう方ってやっぱり伸びるんですよ。最近でも40代の方かな、僕のとこにフォームチェックコースに入ってくれて、肩甲骨のモビリティとか、あとやっぱり胸椎の伸展域とかはもっと出した方がいいですよっていうふうにお伝えしたら、なんか次の日ぐらいから毎日それをなんか吐くほどやった方がいたんですよね。で、その方確か1週間か2週間ぐらいで5キロとか普通に伸びて、やっぱりそこで意識変えると全然違うなっていうのは最近実感したことですよね。で、僕動画とか出してもストレッチとかモビリティワークとかそういう系の動画ってマジで伸びないんですよね。これはね、僕が出してるから伸びないっていうのももちろんありますし、うまく説明できてないっていう僕の責任でもあるんですけど、セットの組み方とかフォームの組み方とか、そういうのは結構伸びるんですよ。やっぱりみんな知りたいですけど、ストレッチのやり方とか可動域の出し方とかってやっぱり興味がない方の方が多いんですよね。これ動画出しててもそうだし、YouTube の全体的な再生数を見てても、僕じゃなくて筋トレ系の YouTube の全体的な再生数を見ててもそういう風に感じるところではあります。ストレッチとかモビリティワークの動画がバズってるのってほとんど見たことないじゃないですか。そういうことだと思うんですよね。だからここをしっかりやる人っていうのはやっぱり他の人よりも一つ抜きん出ることができるんじゃないかなと思いますし、このコンディショニングっていうところに全く注意を払わない、めんどくさいからやりたくない、どうせできないからやりたくないっていう方に関してはなかなか伸びるのは難しいんじゃないかなというふうに思います。ということで、ベンチプレスが強くなれない人の特徴19戦目はコンディショニングを行わないでした。ベンチプレスが伸びない人の特徴20戦目はトライアンドエラーができない人です。はい。これさっきちょっと言っちゃいましたね。多分自分の頭の中にあったから話の流れで言っちゃったんですけど、トライアンドエラーができない人っていうのはなかなか難しいかなと思います。で、正解があると思ってる人ですよね。で、エラーを出したくない人。例えば1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月っていう期間をかけて実験的に何かをやってみるっていうことがなかなかできないということです。で、そういう人ってやっぱりさっきも言いましたけれども、これって合ってますかみたいなことを聞いたりするんですよね。やる前に。やる前に、これって合ってますかっていうことを聞いて、正解かどうかを知っておきたいんですよ。でも自分の考えはないんですよ。自分の考えはないけど、誰かに聞いて正解かどうかを知っておきたいっていうような特徴があります。で、トライしてエラーするっていうのを極端に恐れている人っていうふうに言い換えてもいいかもしれないですね。だから何か一つのことが、うまくいったりとかすると、ずっとそれに固執してしまうんですよ。固執して何年も何年も同じことをずっとやってる。それはそれですごいことなんですけど、すごいんですけど、何年も結果が出ないのに同じことをやっている。それは結果が出るまで待っているとかっていうんじゃなくて、新しいことにトライして失敗をするのを避けているように見える方がいらっしゃるっていうことですね。で、ベンチプレスを伸ばしていこうっていう風になった時に、一つの方法とか、一つのフォーム、一つの意識とかっていうこと、その少ない情報量とか、少ない自分の知識の中で伸ばしていくっていうのはなかなか難しいです。例えば100キロまでにこういう方法で伸びてきましたってなっても、これが
120キロを目指そうっていう風になった時、140キロを目指そうっていう風になった時って、もう全然違うんですよ。100キロを達成できたやり方で、110キロが上がるかっていうと、これ全然違うことをしなきゃいけないケースっていうのもあるし、120キロが上がった方法、120キロが上がったセットの組み方だったり、フォームの組み方っていうのを同じようにずっと続けていっても、これ130が上がるようになるかというと、そうも限らないんですよね。で、今までうまくいってたのになんでうまくいかないんだろうってなると思うんですけど、これ重量ごとで全然違うんですよ。それが壁、ベンチプレスの壁っていうふうに僕は言われると思ってるんですけど、100キロの次が、大体最初80キロかな。最初80キロが来て、その後100キロ、120キロ、そこから先は10キロ刻みぐらいで壁があって、それを超えるためには、今までと全然違うことをやらなきゃいけないかもしれないんですよ。やらなきゃいけないかどうかも正直わからないんですよ。だから変えた方がいいのか変えない方がいいのかっていうのもわからない中で、どういうふうに変えたらいいのかっていうのが正解かももちろんわからない。けど、その中で自分の考えの中で確からしいことっていうのを探していって試す。もちろんうまくいかないこともある。っていうかうまくいかないことがほとんどですよね。9割はうまくいかないです。9割はうまくいかなくて、たまたまその1割が当たる。1割も当たるかな。そんな当たんないですね、多分。10% も当たんないです。試したことの。5% ぐらいしか当たらないです。5% 当たればもうラッキーですよ。めっちゃラッキーだと思います。それぐらいの意識じゃないと、コンスタントに伸ばしていくのってかなり難しいと思います。これは100キロから先は特にそうですね。100キロから120キロでやっぱり一皮向けなきゃいけないですし、130行こうってなった時も、これ結構ね、変わらないとダメです。そっから先ももちろんそうなんですけど、で、僕は今160キロを目指してやってる。155キロがマックスで160をなんとか上げたいって思ってるけど、もう8ヶ月ぐらい停滞してるんですけど、ここで何か一皮向けないと、ダメだなっていうふうに思って、もういろいろやってます。本当毎日いろいろ試してます。マイナーチェンジを。だからそれでもやっぱり当たりがなかなか来ないんですよね。当たりを引くためにっていうのもおかしいですけど、そのトライアンドエラーを何百回も何千回もやっていった先にこれだっていうのが初めて見つかる。そういう世界だと思っているので、失敗を恐れて一回もトライができないっていう方は、ある程度はいけると思います。100とか。それぐらいは、なんとかなるのかなっていうふうに思いますけど、そっから先はかなり厳しいかなというふうに思います。ということで、ベンチプレスが強くなれない人の特徴、20戦目はトライアンドエラーができない人ということです。少しずつちょっとね、話が被ってる部分もあると思うんですけど、被ってる部分はそれだけ僕は大事だと思っていることだと思って聞いていただければと思います。ベンチプレスが強くなれない人の特徴21個目は、矛盾が許容できない人です。ベンチプレスをやっていると、いろいろな、これ矛盾してるんじゃないっていうことがあると思います。相反することっていう感じですね。例えば、フォームを丁寧にやりましょうっていうふうに言われている一方で、セットの重量をしっかり伸ばしていきましょう。ギリギリまで追い込めるようにしましょうっていうふうなことが言われることがあります。これってある意味矛盾しているように聞こえますよね。フォームを完全にきっちり丁寧にやろうと思って、なおかつ追い込む。で、追い込むとフォームが崩れやすくなるじゃないですか。だからこの2つって矛盾しているように聞こえて、どっちが大事なんですかっていうふうに聞きたくなると思うんですよ。あとはボリュームと強度ですね。例えば自分が限界ギリギリの重量のギリギリのセットっていうのをたくさんやるとボリュームと強度っていうのは担保できるわけですけれども、ギリギリのセット、ギリギリの重量のセットっていうのをたくさんやるのはかなりやっぱりきついんですよね。逆に重量を落としてセット数とかレップ数をたくさんやるっていう風になるとボリュームは稼げるけど強度が低くなる。で、これも矛盾してませんかっていう意見があると思います。で、こういった矛盾、他にもいろいろとあると思いますけど、矛盾とかそれぞれ相反することを同時にやりましょうねって言われた時に、それって矛盾してますよね。それってできないですよね。両方同時には。って思っちゃう人は重量を伸ばしていくのはちょっとなかなか難しいかなと思います。で、これなぜかというとですね、世の中って、世の中って大きくなっちゃいましたけど話が、矛盾っていうのは大量に存在していて、矛盾する者同士っていうのをお互い成り立たせようとした時に摩擦が生じますよね。どっちもなんか譲れないものがあって、
こう、どっちを立てればいいんだ、こうすればいいか、こうすればいいかっていうふうに考えているときに、よりいいものになるためのエネルギーが生まれてくるんですよね。一般社会で言うと、例えば会社に勤めてますよね。そうすると、株式会社だったりすると、会社があって、従業員がいて、株主がいるわけじゃないですか。で、この3つの要素、ステークホルダーとかって言いますけど、この3つの要素ってお互いに矛盾してるんですよ。お金の面でね。で、例えば会社に利益をたくさん残そうと思うと、従業員に渡す給料が減り、株主に渡す配当が減りますよね。で、従業員の給料を上げようと思うと、会社に利益は残りにくくなりますし、株主に渡す配当が下がってしまう。休日が増えれば売上は下がりますよね。で、そういう意味で、全てを良くしようっていうふうに考えると、そこに矛盾が生じるわけです。なんですけど、いい会社って、大体会社と労働組合っていうのが結構引っ張り合いをしっかりしていて、で、そこに取締役がいて、株主のことも一緒に考えたりするわけですよね。そういう引っ張り合いの中でいい会社、会社にとってもいいし、会社にもしっかり利益が残って、従業員の満足度を上げて、株主の満足度も上がるからお金が集まってくるっていういい会社ができるわけですよね。で、こんな感じでいろいろと世の中って矛盾していることがたくさんあるんですけれども、それを A なのか B なのかっていうふうにしか選択できない人っていうのは、この何かをより良くしていこうっていうためのエネルギーが生まれないんですよ。だからよくこれ僕も言われるんですけども、フォームを丁寧にやりましょうねっていう話と、ここはセットクリアを目指して頑張りましょうねって言うと、じゃあセットクリアをするためにフォームは崩していいんですかみたいなことを聞かれるんですけど、それはそれで違うんですよ。フォームが崩れないように精一杯の努力をしながらセット重量を伸ばしていきましょうねっていうのが正しいというか、重量を伸ばしていく上で非常に大事なことなんですけれども、そのフォームか重量を伸ばす、崩してでも伸ばすみたいな2択しかできないってなってくると、重量を伸ばすとフォームが崩れて怪我をして、フォームばっかりやってると今度強度が足りない、刺激が足りないっていう話になっちゃうんですよね。だからフォームとセット重量っていうのは矛盾してるんですけど、この矛盾っていうのを同時に成り立たせるように工夫しながらやっていかないと伸びるようにはなっていかないんですよ。だからこの矛盾 A か B かっていう風なのしか選択できない。これは矛盾してるじゃないですか。うつベンチ矛盾してるぞっていう風に言っちゃう方っていうのはちょっとなかなか難しいかなという風に思います。ということで、ベンチプレスが強くなれない人の特徴21個目は矛盾が許容できない人ということでした。はい、次ですね。ベンチプレスが強くなれない人の特徴22戦目。これは一般的なことができないのに特別なことをやろうとする人です。これはですね、基本ができてないのに応用をやろうとしてるっていうことですかね。これで一番僕が思い当たるのは、いわゆるレッグドライブですかね。しかもなんて言うんでしょう。足でこう上げるときにポンって蹴って上げるタイプのレッグドライブ。これをやろうとしている人ですね。で、そもそも初心者の方の段階とか、80キロぐらいから100キロぐらいかな。で、ブリッジもそこまでしっかり組めていないっていうのと、まだ足を蹴らずに安定的に上げるっていう動作ができていない場合ですね。あとは肩甲骨にしっかり乗せて動かしてやるっていうことができていない状態で YouTube とかネットで聞きかじったような足を蹴り上げるレッグドライブですね。をやってしまうというか、それをすごく練習しているっていうパターンです。でこれは一概にその方が悪いっていうわけでもなくって、なんて言うんでしょうね、特殊な技を紹介する、特殊ってほど特殊ではないですけれども、かなり習得が難しい技っていうのを、めちゃくちゃ押す人っていうのが一定数いて、でそういうのを、見た時に、特に影響力が大きい方とかだったら特にそうなんですけど、でそれが必要なんだって言って必死に練習をする。で僕レッグドライブ、特に蹴り上げるタイプのレッグドライブに関してはあまりおすすめしてなくて、そもそも足の力って重量に 5% ぐらいしか反映されないんですよね。そもそも 5% ぐらいしか反映されない部分の練習を必死になっ
って初心者の方がやるっていうのは僕はあまりいい方法だとは思ってないんですよ。で、これなぜ足が 5% とかっていう話をしたかっていうと、大体多くの方のデータを取ってみると、通常の足をついてお尻をついたフォームと足上げっていうのを比べてみると、大体通常フォームの 90% ぐらいの重量に足上げがなるんですよね。それを考慮した上で、ただ単に別に足を使うでもなく、ただ地面に置いただけでもある程度の安定性が出ると思うので、ただ単に足が置いただけでも 95% ぐらいの出力っていうのは出ると思うんですよ。で、そこから先っていうのは詰める必要がある部分なのかもしれないんですけど、まだ上半身でしっかり押すことができない方が、その 5% を詰めるべきなのかっていうと僕は違うと思ってて、もっと上半身の特に肩甲骨に重量をしっかり乗せて動かしてあげるっていうのを練習した方がいいと思うんですよね。そういう意味で、上半身の動き、ベンチプレスって基本的には上半身の力でやるものだと思っているので、一般的なこと、つまり上半身の動きができないのに特別なこと、足で蹴り上げるようなレッグドライブの習得を目指している方とかっていうのがこれに該当します。つまりですね、努力のベクトルが間違ってるっていうことなんですよね。間違ってるとは言わないですけれども、そこかな今っていうやつですよね。で、足で蹴り上げるタイプのレッグドライブってめちゃくちゃ難しいんですよ。やっぱり上級者でも年単位で習得に時間がかかるものなので、それを最初からやるのはちょっと違うかなって思うんですよね。やっぱり順番があって、まずは一般的に必要とされていることである程度の重量を持ててからそういう特別なことをやった方がいいんじゃないかなというふうに思うので、22個目は一般的なことができてないのに特別なことをやる人というふうにさせていただきました。はい、次ですね。ベンチプレスが強くなれない人の特徴23戦目は効率的な練習ばかり求める人です。もちろん皆さん忙しいですから効率的に練習したい、時間対パフォーマンスっていうコスパだったりとかタイパだったりっていうところは確実に意識をすると思うんですよ。それ自体は悪いことだとは思っていません。ただし、よく言われるある一定量からトレーニングは収穫低減が起きますみたいな話ってあるじゃないですか。80% ぐらいのところまではガーッと重量が伸びていって、そこから先はだんだん緩やかになっていきますよみたいな話ってよくあると思うんですよね。で、その緩やかになってくるところで時間とかコストを投入しても、これは効率が悪いですよっていう言い方をする方がいらっしゃると思うんですけれども、僕は正直そうは思ってなくて、例えば100キロっていう重量を目標にした時に80キロぐらいの段階でかなり詰まるっていうことがあるんですよ。で、90、95になってくるともっと伸びるスピードが鈍化してくるんですよね。一番最初に比べてですよ。40キロぐらいから始めて80キロに行くのと、40キロぐらいから始めて90キロに行くのと、90キロから100キロって同じぐらい時間がかかると思っていいと思ってるんですよね。で、これ何が起きてるかっていうと、90キロぐらいまで行ってる段階で収穫低減が起きてると僕は思っていて、そこから先って効率的な練習をしようと思っても、1枚この100キロっていう壁を抜けないんですよ、なかなか。その今までと同じようなやり方で効率的にやってもなかなか抜けないんですね。これ、坂道を登るのと同じようなものだと思っていて、例えば100メートル、ちょっと100メートルの坂ってめちゃくちゃ長いんで、あれですけど、50メートルの坂にしましょう。50メートルの坂があったとして、助走ありと思ってください。で、助走ありでやってみると、多分30メートルか40メートルぐらいまでは、ガーって一気に最初の助走の勢いで登れると思うんですよ。おそらくこれは非常に労力に対してパフォーマンスが高い状態。前に進んでいる割合が高い状態ですよね。で、40メートルぐらいまで行くと、だんだん最初の勢いっていうのがなくなってきて、減速してきますよね。で、45メートルぐらいまで行くと、もうめちゃくちゃもう太もももパンパンになりながら、息が切れまくりながら進まなければいけないっていうことになるんですけど、これ多分めちゃくちゃ疲れる割にそんなに進まないじゃないですか。これが僕は収穫低減ってこういうことだと思ってるんですよね。でも、その収穫低減が起こる前の40メートルとか45メートルでやめてしまうと、結局坂の頂上にはつかないじゃないですか。で、また新しく効率的なことを求めて坂を下っちゃう人が結構多いんですよね。効率的だからって言って。このやり方は非効率的だから。残りの 5% を詰めるのは非効率的だからって言って降りちゃう人が多いんですよ。
で、それはそれでもったいないなと思っていて、効率的な練習っていうところはある程度までやってもいいんですけど、ベンチプレスで100キロを目指そうとかってなった時に、95キロからの残りの5キロを詰めるのってめちゃくちゃ大変なことなんですよね。でそこで効率を求めすぎるとなかなか100キロにはたどり着かないかもしれないですねっていうふうに僕は思います。で、この 5% っていうところが出て、先ほどの足の話が出たと思うんですよ。足の使い方次第で伸びるのは 5% ぐらいだっていう話をして、そこ矛盾してるじゃないかって思ったかもしれないんですけど、まあこれ100キロっていうのが最終到達点だったらそこの 5% を埋めるために足の練習をしっかりやってもいいと思うんですけど、こう100キロから先も伸ばしていきたいっていうふうに思ってる場合は、この坂の長さをまた変えて120キロっていうところに目標を立てておくと、そこからまたその120キロを目指そうと思ってたら100キロってまだ 95% には届かないじゃないですか。でそこからまた上半身の力を 95% まで頑張って埋めていく。また目標を伸ばすっていうことをずっと続けていくんですよね。そういうことを続けていると、足をついたパワーフォームっていうのを1万レップとか2万レップとか3万レップとかそういうレベルで繰り返すことになるんですよね。そうすると勝手に足の使い方ってついてくるんですよ。それでももちろん足りない部分っていうのは僕も大いにありますので、そこから先 95% ぐらいまで今の自分の力ではどうしてもここから先が乗り越えられないってなったら、その先を詰めていくっていうのがまたいいと思うんですよね。で、お分かりの通り、これを詰めていく作業っていうのは効率的な練習ではないんですけれども、効率的ではない練習っていうのも時には必要ということです。ここには矛盾が生じるんですよね。で、矛盾が生じるから、それを解消しようとすることで、次の壁を突破するためのエネルギーになっていく。まあそういうふうに僕は考えています。なのでですね、この収穫低減っていう言葉っていうのは確かに何の分野でもあるんですけれども、収穫低減で美味しいところだけを取って効率的な練習ばかりを求めるっていう風になってくると、壁があった時になかなか抜けられないっていうことになると思いますので、ベンチプレスが強くなれない人の特徴23戦目は効率的な練習ばかりを求める人という風にしています。はい、次ですね。ベンチプレスが強くなれない人の特徴24戦目は停滞すると萎えてしまうです。はい。まあ誰しもですね、停滞をしてしまうと萎えて少しモチベーションが下がってしまうと思うんですけれども、僕の捉え方で言うと、停滞っていうのは次に伸びる時期を待ってるだけなんですよね。なのでその待ってる時期に何をするかっていうのが停滞を突破するチャンスというか、波を捉えることができるかどうかのキーになってくると思うんですよ。なんですけど、この停滞してる時、2ヶ月、3ヶ月、3ヶ月ぐらいならまだいいですよね。半年、1年と停滞してしまっている時に、もう重量が伸びないからって言って、萎えてしまって練習がなあなあになってしまうと、せっかく波が来ててもそこを突破するだけの力っていうのがつけることができないので、なかなか停滞を抜け出すことができないっていう悪循環になってしまうんですよね。で、この停滞する2ヶ月、3ヶ月重量が伸びないと焦ってしまって、いろいろと別のことをやり出そうとする人っていうのもかなり多いんですよ。例えば1ヶ月とか2ヶ月で練習メニューだったり、プログラムをコロコロ変えてみたりとか、もちろん試すのはいいことですよ。試すのはいいことなんですけど、1ヶ月とかそれぐらいだと、プログラムとかメニューの組み方の検証っていうのは、まずできないんですよ。適応反応が出てこないので。なかなかそれは難しいんですけど、1ヶ月やって伸びないとコロコロ変えてしまったりするという方は、なかなかこの停滞を打破するのは難しいんじゃないかなと思います。もちろんわかるんですよ。停滞すると、萎えるというか焦る。そしてやっぱりマックス更新ができないってなると楽しくないっていう気持ちもわからんでもないんですけれども、やっぱりマックス更新をできるかどうかで、どこの重量帯で停滞するかって本当に人それぞれで、その停滞した先に爆伸びするなんていう可能性も結構あるんですよね。1年ぐらい110キロとかで停滞してた人が、いきなり次の年に30キロ伸びたりするっていうこともあるんですよ。で、そういう人が何をやってたかっていうと、その1年間で停滞してた時期もコツ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 やるべきことをやっぱりやってるんですよね。フォームをいろいろ修正したり、
痛いとこがあったら痛くならないようなフォームを探したり、あんまり重量を持たずにいいフォームを探してたり、焦って低レップばっかりになったりとかせずに、しっかりと体を作る期間として半年から1年ぐらい結構なハイレップ10とか8とかそれぐらいでしっかりやり込んでいたりとかするんですよね。で、それを1年間続けていった後に何かのきっかけですよ。例えば他の人に教わったとか、とあるプログラムをたまたま取り入れたら、それがガチッとはまって一気に30キロぐらいその次の年で伸びるなんていうことも普通にあるんですよね。それは1年間次の波、自分の体の中の波かもしれませんし、調子の波みたいのって絶対あるので、そういう波待ちなのか、もしくは何か自分が今まで取り組んでいなかった方法との出会いなのか、人との出会いなのか、それはいろいろあるんですけど、その待ちをしてるんですよね、やっぱ停滞の時に。で、その停滞の時に積み上げてきたものっていうのがあるから、それを突破した時の加速力っていうのがものすごいことになるわけです。ここで停滞した時にいろんなもの、要は一貫性のないことっていうのをやっていると、その加速力っていうのはなかなかつかないんじゃないかなというふうに思ってます。もちろんこれは主観ですけどね。そういった意味で停滞の時に萎えてしまうっていう方はなかなか強くなれないんじゃないかなというふうに思ってます。ということで24個目に挙げさせていただきました。はい。ここからは少しフォームに関して具体的なところに関してもお話ししていきたいと思います。ベンチプレスが強くなれない人の特徴25選目はフォームの基本が理解できていない人です。これに関してはフォームの基本を理解しようとしていない人というふうに言い換えてもいいかもしれません。僕の動画をご覧になっていただいている方、あとはチャンネル登録していただいている方とかの中で、LINE の方にフォームチェックをしに来てくれる方っていうのは結構いらっしゃるんですけれども、今トータルで4、500人ぐらいフォームチェックをさせていただいているんですけれども、僕のところに積極的にそういったメッセージを送ってきてくれている方の中でも、フォームの基本っていうのをあまり理解しようとしてないのかなっていう風な方がいらっしゃいます。というのも、僕の動画見ていただいている方はご存知かもしれないんですけど、僕もフォームの基本徹底解説っていう40分ぐらいの動画を出しているんですね。もちろんこれは YouTube 上で無料で見れるものなんですけど、フォームチェックをしに来てくださる方の中にも、その動画で言っていることがほとんどできてないっていう方がいらっしゃいます。またはほとんどできていないし、そもそも知らないっていう方が結構いらっしゃるんですよね。で、何が言いたいかっていうと、この動画見てないのっていうことが言いたいんではなくて、僕に LINE でメッセージをくれるぐらいの熱量のある方だったら、少し調べると、僕がどういうのを基本だと思っているか、僕がどういうフォームがいいんじゃないかなって思ってるっていうことを調べれば出てくると思うんですよ。チャンネルページとか、あと再生リストとかにも載せてあるので、その基本が何なのかっていうのが気になっていれば、どういうふうなフォームを組むと重量が上がるようになるのかっていうのが気になっているのであれば、少し調べればそこにたどり着くことができると思うんですよね。そしたらわざわざ僕に直接メッセージをしなくてもわかるじゃないですか。で、分かっているけどできないんです。どうしたらいいですかとか、分かっていてやっているつもりなんですけどできてますかっていうならわかるんですけど、全くその内容を把握してないというか、ああ、そんな動画があるんですねっていう方も、そこそこいらっしゃるんですよ。これは別に僕の動画に限らずなんですけれども、そういう動画を出していらっしゃる方ってたくさんいるじゃないですか。で、そういう動画もおそらく見てないんですよね。結構基本的なところからずれてるっていう方がいらっしゃいます。なので、まずはフォームの基本、ベンチプレスにおけるフォームの基本っていうのは何なんだろうっていうのを理解した上で、そして自分でやってみてわからないところとか、やってみてできてるかどうか不安なところっていうのをトレーナーさんだったり、僕でもいいですけど、僕に見てもらうというふうにした方がいいと思うんですよね。で、フォームの動画を送っていただいて、どこがダメですかっていうふうに聞かれることがあるんですけど、そもそもその基本って知ってますかっていうところからなんですよ。僕が皆さんに何かをお伝えしようとするときって、やっぱり知っているかっていうのと、やっているか、できているか、繰り返しているかっていうのが非常に大事なんですよね。この第一段階の知っているかっていうところ、
ここができていないと何も始まらないので、まずはもちろん無料で入手できる情報でもいいので、そういった基本的なフォームだったりとかっていうのを徹底的に調べて勉強するっていうことが大事かなと思います。ということで、ベンチプレスが強くなれない人の特徴25戦目は、フォームの基本が理解できていない人でした。次、ベンチプレスが強くなれない人の特徴26戦目は、フォームを変えたがらない方ですね。これは先ほど出てきたトライアンドエラーができないっていうのとほとんど同じなんですけれども、このフォームを変えたがらない人っていうのは一定数いらっしゃるんですよね。で、これお話を伺っていくと、なぜフォームを変えたくないのかっていうと、フォームを変えたら重量が一時的に落ちるから嫌だっていうことがほとんどなんですよ。その場合はほとんど予想ですよね。フォームを変えると重量が落ちてしまうんじゃないかっていう不安から変えられないケース。これがまず一つ目ですけれども、もう一個のケースとしては、フォームを少しいじった後に、しばらくこのフォームでやってみましょうねっていう風になっているんですけれども、重量がやっぱり少し落ちてしまう。マックスが例えば 5% ぐらい落ちてしまうっていうことが起きた時に、重量がどんどん落ちているのでフォームを元に戻したいですっていう方が結構いらっしゃいます。で、これ一番多いのはバウンドベンチを矯正しようと思った時ですね。バウンドベンチをもともとやってて、例えば100キロ上がってましたっていう方に、今バウンドしててあまり良くないので、一旦バウンドをやめてみましょうとか、ゆっくり下ろしてボトムまでバーをコントロールする練習をしましょう。そういうフォームにしていきましょうねっていう風になった時に、やっぱり今まで自由落下させて、ボトムでバンとバウンドさせて反動で上げていた方って、下手すると10キロぐらい落ちるんですよね。なんですけど、その10キロ落ちることが我慢できない。僕はもちろんバウンドをさせずにバーをコントロールして、ボトムから切り返す。その方が将来的には良くなっていくだろうということを見据えてお話をするんですけれども、やっぱり重量が落ちてしまうことが我慢できない。で、元の重量に戻るまで2ヶ月とか3ヶ月ぐらいはかかるんですよ。で、それ元の重量というか、もともとバウンドとか自由落下でごまかしてた重量なので、その重量、90キロまで落ちた重量が100キロまで戻ったら、力としてはかなりついているはずなんですよね。なんですけど、元の重量まで戻らないっていうふうに思っちゃう。重量が下がってしまったっていうふうに思うんですよね。もともとそれが元の実力なんですよ。バウンドさせてない状態での自分の実力なんですけど、それが受け止めきれずに、またバウンドに戻してしまうっていう方が一定数いらっしゃいます。これはバウンドに限らず、他のフォーム修正でもそうです。フォーム修正をすると、一時的に重量が下がってしまうっていうことは起こりうるんですけど、それが許容できない場合っていうのは、なかなかフォームが進化していかないので、重量を伸ばし続けていくことは難しいかなというふうに思います。ということで、ベンチプレスが強くなれない人の特徴、26戦目はフォームを変えたがらない人ということでした。はい、次ですね。次、27戦目は、肩甲骨が動かせない人です。これは運動学習的な面でもそうですし、柔軟性的な考え方にも当てはまります。で、肩甲骨を動かせない人っていうのはどういう人かっていうと、例えば肩甲骨を寄せて下げてくださいねって言った時に、ほとんど動かない。可動域が狭い。動かし方がわからないっていう方ですね。大部分はこれもやっぱり柔軟性の問題になってしまうんですけど、胸椎の伸展域が狭いと胸が張れない。つまり胸が張れないっていうことは肩甲骨も動かないわけですよね。で、寄せるっていうこともできないし、立てるっていうこともできない。後傾もできないし、内転もできないっていうことになります。で、それが体が柔らかくてできていたとしても、実際には動かし方がわからないので動かせないっていう方もいらっしゃいます。これは単純に運動学習の問題なんですけども、やったことのない作業っていうのをやろうとすると、当然体というのはうまく動かないですよね。けどそれを繰り返していくと、だんだん動くようになってきて、スムーズに作業ができるようになるっていうことはあると思うんですけど、これベンチプレスも同じで、今まであまり肩甲骨を意識して動かしてこなかった方に関しては、ベンチプレス動作中に肩甲骨を動かすとか、肩甲骨に重さを乗せる意識を持つっていうことが極めて難しいんですよね。これ非常に難しい技術というか難しい部分ではあるんですけども、ベンチプレスにおいてはこの肩甲骨の感覚っていうのがもう奥義なんですよ。これさえできるようになれば
どんどん重量というのは伸びていくと思います。少なくとも100キロ、120キロぐらいまでで、これができてくれば、120キロが上がらないというのは、相当体重が低くない限りないというふうに思ってます。なので、この肩甲骨を動かすための練習、肩甲骨の感覚を養うためのトレーニングっていうのをやっていかなければいけないということですね。で、僕がやっているのは、まず1個目に肩甲骨腕立て、肩甲骨プッシュ、スキャプラプッシュと言われるやつですね。で、2個目が肩甲骨プル、肩甲骨懸垂、スキャプラプルというふうに呼ばれる運動です。で、3つ目が船漕ぎですね。船漕ぎの動作というのをやっています。で、船漕ぎは僕1日500回から1000回ぐらい家でやってますね。どこでもできるんで、なんか空いた時間とか、なんかデスクワーク疲れたなとかっていう時にやっています。あとはスキャプラプルに関しては、懸垂の状態でやるのだけじゃなくて、ローイングの形式でワンハンドローみたいな感じでやっていることもありますね。あとはそれだけだと内転下性後傾に偏ってしまうので、オーバーヘッドプレスの動作ですね。これをモビリティワークとして取り入れています。あとバックプレスの動作とかですね。これは全然重い重量を扱わずに20キロとか、そんな程度でオーバーヘッドプレスをやったり、バックプレスをやったりして、肩甲骨の動きだったり可動域を出す練習をしていると。感覚を養う練習ですね。それ以外にストレッチで肩甲骨を動かすストレッチというのを大量にやっています。長い時は1日1時間ぐらいやってます。こういうことを1年、2年、3年と続けていくと、だんだんと肩甲骨が動くようになっていって、肩甲骨の感覚というのも養われるようになってくる。そうすると結果的にベンチプレスが伸びるようになるというふうに思ってます。ただですね、YouTube とかを見ていても、皆さんからいろいろな意識の話をお伺いしている中でも、おそらく肩甲骨の動きを大事にしている方っていうのは結構少ないですね。やはりどうしても筋肉を動かして持ち上げるということに意識を向けている方が多いです。なんですけど、もちろんそうなんですよ。大胸筋とか上腕三頭筋とか三角筋の全部で結果的には持ち上げるんですけれども、その持ち上げるための土台となっている、腕の土台となっているのは肩甲骨なんですよね。で、肩甲骨を動かす、肩甲骨につながっている上腕骨を動かすための筋肉が大胸筋であったり、三角筋の全部であったり、肘を伸ばす筋肉が上腕三頭筋であったりするので、筋肉で動かすのはもちろんそうなんですけど、その土台としての肩甲骨が動かないとか、感覚が鈍い状態でやっていても、なかなか伸ばすことは難しいです。なので、27戦目として肩甲骨が動かせない人というのは伸びづらいですよというお話をさせていただきました。はい、次ですね。ベンチプレスが強くなれない人の特徴、28戦目。自分のフォームを分析していない人です。これは主観的な分析と客観的な分析に分かれます。主観的な分析で言うと、もちろんボトムで力が入っているとか、今日は軽かったとか、足の力が入っている感覚があったとか、そういうことになるんですけども、主観的な分析とは別に僕が非常に重要視しているのは客観的な分析です。客観的な分析というのはカメラで自分のフォームを撮影してそのフォームがいいのか悪いのかを判断する、評価するということですね。さらに言うと自分の感覚、例えば下ろしは3秒でやろう、ボトムで1秒止めようとか思った時に、その自分が3秒数えてやってボトムで1秒止まったつもりでいるのが実際映像で見ると事実はどうなのかということなんですよね。これ意外とやってみると3秒で下ろして1秒止めたつもりが全然短かったりするっていうのはよくあることなんですよ。これを客観的に判断して主観と客観のギャップを埋めていくっていう作業が非常に大事です。フォームが上手くなるためには非常に大事です。これは多分スポーツだったら何の分野でも一緒だと思うんですよ。野球をやってもサッカーをやっても器械体操をやっても自分がどういう状態になっているのか、その自分の感覚と客観的な事実というのを見比べてそれを埋めていく作業というのは非常に大事です。なんですけれども、ベンチプレスを行うときに映像を撮らない人というのはかなり多いと思います。もちろんジムが撮影禁止だったりっていうことも影響してると思うんですけど、僕は撮影できないっていうのはベンチプレスの重量を伸ばす上では非常にデメリットだと思います。かなりデメリットですね。
ジム選びで言うと、ラックの種類、ラックの調節幅が広いとか、あとはベンチ台が細くて低い。その次ぐらいに撮影ができるかできないかっていうのが入ってきますね。トップ3ぐらいに入ってきます。で、僕がもしジムに行くとしたら、その3つが外れてるところにはおそらく行かないですね。それぐらい撮影ができるかどうかっていうのは重要なんですよ。なぜかというと、先ほどもお伝えしましたけれども、自分ではできていると思っていることが、実際にできているとは限らないっていうことなんですよね。で、やっている、意識しているっていうのと、できているっていうのは全く別物なんですよ。これも結構フォームチェックをさせていただいている方にも言うんですけれども、こういう意識でやりましょう。例えばラックアップの受けで肘を伸ばしましょうっていうふうにお伝えしたときに、今日メニューやりました。肘を伸ばす意識でやりました。っていう方が結構多いんですけれども、その時に僕は何を言うかっていうと、肘を伸ばす意識でやったのはすごくいいことです。で、できてますかっていうことを聞くんですよ。だから自己評価してくださいっていうことを言いますね。自分の感覚ではやったつもり。で、映像を見てできているのかどうか自分で判断する。で、そのできているかどうかの判断が正しいかどうかっていうのを僕とすり合わせする。これが一番フォームチェックをして効果が出る流れだと思います。で、これやりました。どうですか？できてないですね。やりました。どうですか？できてないですね。じゃなくって、そこに自分でできてるかどうかを判断するんですよ。そうすると、だんだん僕がフォームチェックをしなくても、自分でやって、撮影して、自分で評価できるようになるじゃないですか。その評価基準を僕とすり合わせてしばらくの間。そしたら、その評価基準に基づいて自分で判断できるようになるじゃないですか。そうすると、なんて言うんでしょうね。トレーナーとか指導者に依存した形でのトレーニーではなくて、自分で判断できる自己完結型のトレーニーになれると思ってるんですね。だから僕はそういうお伝えの仕方をしているんですけど、自分のフォームっていうのをしっかりと分析する、撮影するっていうのは、そういう意味でも非常に大事です。で、これを繰り返していると、どんどんフォームっていうのも良くなっていきます。これは間違いないです。で、自分の感覚だけでやっていると、できているって思っていることができてないのに、ずっとそれを続けているっていうことになってしまいますし、それが癖になってしまうので、これも努力のベクトルが全然違う方向に向かってしまって、気がつくと、その癖を修正するのに、ものすごい労力がかかるぐらいまで体に染み込んじゃったりしてるんですよね。だから早めに気づくっていう意味でも、動画を撮影して自分のフォームをしっかりと分析した方がいいと思います。ということで、ベンチプレスが強くなれない人の特徴28個目は自分のフォームを分析していない人でした。はい、次ですね。ベンチプレスが強くなれない人の特徴29戦目は強い人のフォームを分析していないということです。これに関しては自分を客観視するっていうところに近い部分もあるんですけれども、強い人っていうのは自分と何が違うのかっていうのをあまり意識していないんじゃないかなっていうケースをよく見かけます。例えばなんですけど、最初のうちはフォームは TTP でいいですよなんていう話もするんですよ。要は徹底的にパクれっていうことですね。徹底的に強い人とか自分が参考にしている人っていうのをフォームを見て、フォームを分析して徹底的にパクるっていうことをやる。そうすると、一つ一つの動作で、この動作にはどういう意味があるんだろうかとか、今なんでこういうことしたのかなって、それぞれ皆さんルーティーンが違うと思うので、そこでなんでそういう動きするんだろうっていうのが出てくると思うんですよ。これもちろん人によって全然違うのって、真似する人によって違ったり、自分に合ってる合ってないっていうのはもちろんあるんですけれども、そういうふうな形で強い人のフォームを真似したりとか、その動作を分析して取り入れてみたりとかっていうのをやってない方っていうのはなかなか伸ばしていくのは難しいかなというふうに思います。これも僕がフォームチェックをさせていただく中で思うんですけれども、前提としてもちろん僕のフォームの動作が完全に正しいとも思っていませんし、全ての人に当てはまるというふうにも思っていないんですけれども、僕のところに LINE を登録していただいて送ってくださる方であれば、ある程度真似をしててもいいと思うんですよね。ある程度ですよ。そしてそれが正しいかどうかっていうのはわからないんですけど、ある程度は真似をしてていいと思うんですよ。なぜかというと、僕はその動作がやりやすいし、力が入るし、正しいと思ってやっ
っているんですよね。僕も重量を伸ばすのに必死でやっているので、いい方法っていうのをずっと探しながらやっていって、今は今のフォームがあるので、そのフォームはある程度僕にとっては正解だというふうに思ってるんですよ。なのであれば、僕のところにフォームチェックをしに来ていただく段階で、ある程度それをコピーしておいた方が僕はいいと思うんですよ。そうすると、僕が動画を見させていただいて、お伝えすることっていうのが分かりやすいと思うんですよね。スッと入ってくると思うんですよ。あ、だからこの動作やってるのかとか、あ、だからあの動画でこういうこと言ってたのかっていうのが分かると思うんですよ。で、自分でやってるから。自分でやってみて、そこから分からないことっていうのを探していくっていうことをやると、学習効率というのは非常に良くなるんですね。なので、今これ、強い人のフォームを分析していないって言いましたけど、僕は決してめちゃくちゃ強いというふうには思っていませんけれども、120キロぐらいのマックスの人から見たら、ある程度の強さはあると思ってるんですよ。そういう意味で、僕の動画を見ていただいている方っていうのは、少なくとも少しは僕に興味があるわけですよね。その打つベンチがどうやって割と短期間で重量を伸ばしてきたのかっていうことに、おそらく少しは興味を持っていただいていると思うんですよ。なのであれば、僕のフォームをコピーしてもいいんじゃないかなっていうふうに思う時はよくあります。はい。これ必ず正しいとは思わないですよ。必ず正しいとは思わないですけど、僕は人に教わる時、例えば児玉さんに教わる時っていうのは、児玉さんがフォームを解説している動画っていうのを全部見て、それを一つ一つやるんですよね。あとは児玉さん自身がやっていることっていうのを、まずは真似してみるんですよね。2段階フォームだったら2段階フォームの真似をしますし、ハの字だったらハの字の真似をしてみるんですよ。僕はハの字は今は合わないんですけど、ハの字を1回はやってみる。ラックアップの意識だったり、下ろしの意識だったり、切り返しの意識だったりっていうのを全部1回真似するんですよ。そういうふうに真似をしていって、そこから自分はハの字はこういう理由で合わないですとか、2段階フォームってこういう意識で合ってますかみたいのを聞くと、やっぱり精度の高い回答をいただけることが多いんですよね。これが自分のフォームをボーンって出して何が悪いですかって聞くのとは全然やっぱり違うと思うんですよ。なので、誰かに何かを聞こうと思った時に、その相手のフォームっていうのもある程度理解していかないと、解像度の高い質問っていうのがこちらからもできないし、向こうからも当然解像度の高い言葉っていうのは返ってこないと思うんですよね。そういう意味でも、やっぱり強い人のフォームを分析している人っていうのは強くなれるし、あまり分析していない方っていうのはなかなか伸びづらいんじゃないかなというふうに思います。それを踏まえた上で最終的に自分はどうするのかっていうのはまた全然別の話ですよ。TTP 徹底的にパクれだけでいいわけではなくて、そこからカスタマイズしていくわけなんですけども、まず第一段階として強い人のフォームを理解するっていうのは、フォームについて学ぶ段階でも大事ですし、人に何かを聞く段階で質問の解像度を上げるにも大事。解像度の高い答えを返してもらえるようにするためにも非常に大事だと思います。はい、次ですね。ベンチプレスが強くなれない人の特徴30選目は、アップが適当な人です。ここで言うアップっていうのは、柔軟体操とかモビリティワークのことではなくて、ベンチプレス台にいざ寝転がって、バーの段階からウォーミングアップをする、少しずつ重量を上げていくっていう段階のアップのことですね。で、今まずバーの段階でっていうお話をしたんですけど、まずバーで行わない方っていうのも一定数いらっしゃいますが、バーは一番大事です、正直。バーをないがしろにする人っていうのは、まずなかなかうまくなれないんじゃないかなというふうに思いますね。で、バーを入れているけど、バーでやるときにフォームをちゃんと組まない人っていうのも僕はあまり良くないと思っていて、バーで組むときからマックス重量を持つぐらいの気持ちでフォームを組んでいくっていうことで、徐々に重量を上げていったときにフォームが組み上がっていって、マックスというかトップシングルを持つときに一番いい状態に持っていけるんですよね。結構バーはフォームを組まずに肩と肘を温めるだけにやっている方っていうのも多いと思うんですよ。バーに限らず40キロとか50キロもフォームをそこまで丁寧に組まずにやる方っていうのが多いと思うんですけど、それではやっぱりトップシングルでいい状態には持っていけないですし、
マックス更新のためのいいウォームアップだとも思えないんですよね。で、ウォーミングアップを適切にやらない、フォーム組みをちゃんとやらないっていう方の、特徴として、多分トップシングルの段階ではまだフォームが組み上がってないっていうケースが多いんですよ。で、それトップシングルではちょっと判断できないんですけど、例えばセットをやっている時に、1セット目、2セット目がいまいちで、3セット目、4セット目はなぜか調子が上がってくるみたいな。1セット目、2セット目はめちゃくちゃ重かったけど、だんだん軽くなってくる人とかっていうのは、最初の段階、ウォームアップの段階でフォーム組みが甘いっていうことが多いです。スロースターターというふうに言うかもしれないですね。これはもちろん筋肉の立ち上がりとかそういうことも関係してくるんですけれども、フォームの組み上がりがかなり遅いっていうケースもあると思ってます。つまり、ウォーミングアップをしてトップシングルをやって、セット2セットぐらいやったあたりから、フォームがはまるようになってきて、3セット、4セット目、5セット目が調子いいみたいなことですね。これはもちろん人によってあるんですけれども、もちろん一番いいのはトップシングルの段階でフォームが一番いい状態、組み上がってる状態っていうのが一番いいですよね。それが一番マックス更新の鍵になるじゃないですか。セットの途中から調子が良くなる人っておそらくトップシングルの時にまだ完全に組み上がってないと思うんですよ。その場合はウォーミングアップをもうちょっと増やした方がいいと思いますし、もともとその意識でやってなかった方はもうバーの段階、20キロの段階から全力でフォームを組む。もちろん組めないんですよ。バーが軽いから組めないんですけど、全力でフォームを組んで、綺麗な軌道で動かすっていうことを意識した方がいいです。で、おそらく20キロとかの軽い重量だと、バーがフラフラしてしまったり、フォームがフラフラしてしまう方っていらっしゃると思うんですけど、それはフォームがまだちゃんと組めてない状態です。しっかり組めるようになると、20キロでもバシッとフォームを安定させて、バーをふらつかせずに上げることができるようになります。これは上手い人を見てみれば一目瞭然なので、上手い人のアップっていうのを見てみてください。ということで、ベンチプレスが強くなれない人の特徴、30戦目はアップが適当な人でした。次ですね。ここからはセットに関する内容になります。ベンチプレスが強くなれない人の特徴、31戦目は記録をつけない人ですね。皆さん、トレーニングの記録ってつけてますか？例えば、今回はアップは何キロ何キロ何キロでやって、トップは何キロでやって、セットは何キロかける何回かける何セットでやりましたみたいな記録ですね。これってめんどくさがってつけてない人って意外と多いみたいなんですけれども、記録をつけていないと過去の振り返りができないので、今自分がどれだけこの半年間で成長したのかみたいなことがなかなか振り返ることができないんですよね。でもう忘れちゃってたりする。で、あとこの記録をつけるときに何キロ何回何セットとかっていうのだけじゃなくて、1セット1セットの体感、RPE でもいいですし、挙上スピードとかでもいいんですけど、そういったそのセットの出来ですよね。トップシングルとかセットの出来だったりとか、その時気づいたことだったりとか、その1日の練習の課題ですよね。何を課題として取り組んでいくのか。で、それができたのかできなかったのかっていう評価を一回一回やっていくっていうのがかなり大事です。つまり、ただ単にバーベルを上げ下げするっていうことだけがトレーニングじゃなくって、あらかじめ今日はこういうことを課題として取り組んでいこうっていうことを決めて、実際にこういうことを意識していこうっていうふうにトップだったりセットだったりアップだったりをやって、それができたのかできていないのかっていうことを自分で振り返って分析する。分析に関しては先ほどもお話しした通りですね。で、分析してその結果をしっかり記録として残しておくっていうことですね。今日の1セット目はやけに重かった。2セット目は少し軽くなったな。なんでだろう。実はアップがもうちょっとやった方が良かったのかもしれない。とかっていう気づきになりますよね。で、自分で思ったことを書き留めておくっていうのは結構大事なことで、なぜかっていうと結局忘れちゃうんですよね。1週間ぐらいだったら覚えてるかもしれませんけど、半年とか1年とか経った時に、その時の練習で何を大事にしてやってたのかっていうことを忘れちゃうんですよ。で、スランプに陥ってる時って結構その調子が良かった時に何をやってたかっていうのを忘れがちなんですよね。調子が良かった時にはしっかり意識できてたことが、調子が悪い時やってなかったりするんですよ。僕の場合は記録を取っていて、その時にどういうことに気をつけてやっていたのかとか、
そういうことを記録してるんですね。で、できたのかできてないのかっていうことを記録しています。で、調子が悪くなってきたり、こうなんかはまらないなとか、なんか肩甲骨に乗らないなとか、なんかグリップが合わないなとかっていう時に、そう調子が良かった時にどういうことをやっていたのかっていうのをメモだったりとか映像も撮ってあるんで、メモとか映像とかを見返して、調子が良かった時にやっていたことに一回リセットするんですよね。っていうことが、先ほどの自分のフォームを分析していないっていうのも含めてなんですけど、映像とかそういったメモをもとに、その時の記憶だったり実際にやってたことを呼び戻してあげるっていうことができるんですよ。記録をしっかり取っているとですね。これが全く取ってないっていう風になると、本当にその場その場のトレーニングだけになってしまって、もちろん自分の体とか記憶に学びっていうのは残っていきますけれども、長期になればなるほど忘れていっちゃうので、それはどん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 記録として積み上げていくと、いずれ自分の資産になっていくというふうに思います。逆に記録をつけない人っていうのは、そういう資産が積み重なっていかないので、なかなか成長しづらいんじゃないかなというふうに思います。ということで、ベンチプレスが強くなれない人の特徴31戦目は記録をつけない人でした。はい、次ですね。ベンチプレスが強くなれない人の特徴32戦目は勝ち目のないマックス挑戦ばかりをする人です。はい、これは思い当たる方っていうのもいらっしゃるかなというふうに思うんですけど、これはキリのいい数字の時に結構やりがちなんですよね。例えば100キロとか120キロとかですね、140、130、140ぐらいになると、この勝ち目がないマックス挑戦ばかりっていうのがあまり意味がないことだなっていうのが多分もう分かってきてる時期だと思うので、100キロ付近ですかね、よく見かけるのは。今、マックスが95キロしか持てないけれども、100キロになんとなく挑戦してみる。なんとなくというか、挑戦したくてやってみる。けど、潰れるみたいな。けど、これ、普通に考えたら当たり前なんですよね。で、この勝ち目があるかないかっていうところなんですけど、僕の場合は RM 換算でも結構見ていて、マックスが97.5キロ、95でもいいんですけど、その状態で RM 換算、例えば10レップの RM 換算が75キロ ×10×5 ぐらいできるか、80キロの 10×1 ぐらいができるか、90キロの 5×1 ができるかとか、そういう感じですね。で、RM 換算で100キロに近い状態になっていたら、100キロを持つっていうのはありだと思うんですけど、それが RM 換算も95キロぐらいなんだけど、マックス挑戦で100キロを持っちゃうっていうのは、僕はあまり良くないと思ってます。一度ね、経験するっていうのも確かに必要なんですけど、その一度の経験のために怪我をしてしまったり、フォームを崩してしまったりするっていうのは、個人的にはあまり良くないと思っているので、おすすめはしていません。これが1回とか2回ならまだいいんですけど、これを毎回のように連発する人っていうのも結構いらっしゃるみたいなので、それに関しては、神経系の疲労っていうのも結構溜まりやすくなりますし、それによって怪我をする人もいらっしゃるので、やっぱりそれを繰り返して怪我ばかりしていると、どうしてもどんどん下がっていくっていうことになってしまいますので、そういった意味からも強くなれない人の特徴の32戦目で勝ち目のないマックス挑戦ばかりを行う人ということにさせていただきました。はい、次ですね。強くなれない人の特徴33戦目は低レップセットばかりの人です。はい。これはですね、上級者においては必ずしも当てはまらないんですけれども、初心者、初級者、中級者ぐらいですね、ベンチが120キロぐらいまでの方は、低レップセットばかりやってると伸びない原因になりかねません。これ、なぜかっていうと、初心者、初級者、中級者の方の場合は、よほど体重が低くない限りは、ベンチプレスの重量を伸ばしていく上で一番いいのは筋肥大なんですよね。筋肉を大きくしていくことで、ベンチプレスの重量が上がっていく。これが一番早いと思います。それを行うにはどうしたらいいかっていうと、筋肉を肥大させるためには、トータルボリュームというのが非常に重要な要素になってきます。トータルボリュームというのは、その日だけで考えると、重量かける回数かけるセット数ですね。これを掛け合わせることでトータルボリュームという数字が出るんですけれども、これがハイレップ、例えば80キロ ×10×5 とかだったら、1日のトータルボリュームは4000になるわけですね。4000キログラムになるという形です。これが90キロ ×5×5 だといくつになるかということなんですけど、2250キロという形になって、80キロ ×10×5 の時に比べると半分程度になってしまうんですよね。
なので、同じトータルボリュームを出そうと思ったら、90キロ ×5×10 セットやらなきゃいけないという形になります。一概に全くのイコールではないですけれども、これで大体同じぐらいのトータルボリュームになります。で、90キロを 5×10 セットできるんだったら、80キロを 10×8 セットぐらいできると思うんですよ。そうすると、また10レップセットの方が圧倒的にボリュームを稼げるっていうことになりますし、低レップセットをやっていると、やはりかなりボリュームが稼ぎづらいっていうのがあるんですよね。5レップもそうですし、3レップとかだと、なおさらボリュームは稼ぎづらい。っていうことは、ボリュームが稼ぎづらい、ボリュームが少なくなりがちということは、筋肥大もしづらいということになります。一概には言えないですけど、どちらかというと低レップっていうのは神経系だったり筋力向上に向いていますけど、筋肥大には向いていないというふうに言われていますので、なるべくハイレップの方がいい。だけど、パワーリフターとかのメニューっていうか YouTube とかを見ていると3レップとか5レップっていうのが非常に多いじゃないですか。5×5 とかもそうですけれども、そういうのを進めているので、5×5 しかやってきませんでしたみたいな方がいらっしゃるんですけど、これ10レップに変えるといきなりマックスがボンと伸びたりすることもあるんですよね。弱点だった部分を補ってあげるとボンって伸びたりすることもある。なので、一概に低レップがダメっていうわけじゃないんですけど、低レップもやった方がいいし、ハイレップもやった方がいいっていうことなんですね。これが低レップだけに偏っていると、先ほどお伝えしたように筋肥大が十分に起こらなかったりして、それがボトルネックにして重量が伸びていかないという原因になりかねないということですね。いろんな方にメニュー作成をさせていただくときに一番最初にヒアリングをするんですよ。普段どういう練習してますかっていうことをお伺いするんですけれども、5レップセットをやっていたり、3レップセットをやっている方がかなり多いです。80キロから100キロ、100キロから120キロの方でもかなり多いです。なんですけど、僕的には80キロから100キロぐらいの人は特にですけれども、10レップセットと8レップセットメインでいいと思います。で、時々5レップぐらいな感じですね。3レップはほとんどいらないですね。トップシングルやっとけばいいと思います。なんですけど、かなり多くの方が5レップとか3レップでずっと1年とか2年とかメニューを組んできているっていう傾向があります。で、こういった方がベンチプレスが伸びませんっていうふうにご相談しに来ていただくんですけれども、10レップセットを入れるとスルスル伸びていったりすることもあります。ということでですね、ベンチプレスが強くなれない人の特徴の33個目は低レップセットが多い人ということでした。はい、次ですね。ベンチプレスが強くなれない人の特徴34個目は、軽い重量でのフォーム練習セットをやらない人です。これも特に初心者の方に多いんですけれども、例えば僕18号プログラムっていうプログラムをお勧めしているんですね。その時にスタート重量は自分が10レップ5セットできるギリギリの重量からさらに10キロ引いた重量でスタートしてください。それが成功したら 2.5 ずつ上げてってくださいっていうお話をするんですけれども、ギリギリできる重量の10キロ軽い重量からやって何か意味があるんですか？それよりももっと追い込んだ方がいいんじゃないですか？っていう風なご意見をかなり多くいただきます。これは特に100キロにまだ到達してない方、80キロぐらいの方からいただくことが多いですね。で、こういったご質問をいただくっていうのは当たり前のことだとも僕は思うんですよ。なぜかというと、筋トレ系の YouTuber を見てると、必ず自分が限界ギリギリの最後の1レップまで追い込まなければいけないっていうことを言ってるからですね。それに従って言えば、10レップ5セットがギリギリできる重量から10キロ引いた重量でセットを行うっていうのは間違ってるように見えるのは当然のことだと思います。ただし、この10キロを引いた重量っていうのは何を目的としてやっているかっていうと、あくまでフォームを整えるためにやっているんですよね。フォーム練習の意味が非常に大きいです。で、ベンチプレスってフォームがうまくいってるかどうかで重量が全然変わってくる種目なんですよ。毎回毎回ギリギリの重量で追い込むとどういうことが起きるかっていうと、やっぱり最後の方のギリギリのレップってフォームが崩れるじゃないですか。で、そのフォームのまままた次のセットも追い込んで、またフォームが崩れてっていうのを毎回毎回繰り返していくと、どん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 フォームが悪い方向に向かっていってしまうんですね。なので、18号プログラムでは一番最初は軽い重量から始めて、フォームを整えて、いい感覚のままギリギリの重量のところまで持っていって、そこまで来たらしっかり追い込んであげる。で、追い込んだ後はレップ数を減らして、またフォーム練習を少しして、
何回かやった後にまた自分のギリギリの重量で追い込んであげるっていうことを繰り返すんですよね。で、5レップセットまで行ってまた追い込んだらもう一回10レップセットの軽いところからスタートしていく。で、この時にまたフォームが多少崩れているので、フォームをしっかり整えてあげてから10レップ5セットがギリギリの重量に挑むっていう流れなんですよ。なので、18号プログラムというのは、フォーム練習をプログラムの中に組み込んであるプログラムという形ですね。普通はプログラムってフォーム練習を組み込むっていう概念はあまりなくて、基本的には筋肥大を目的にするか、神経系筋力向上のために行う。つまり筋トレですね。いわゆる筋トレなんですけれども、筋トレ以外にベンチプレスの場合は、フォーム練習っていうのが非常に大事なんですよ。フォームの良し悪しで10キロ、15キロぐらい平気で変わってしまうので、非常に重要な要素なんですね。なので、18号プログラムに関しては、そういう形で回しています。で、そうでない場合に関しては、セットをやる、セットももちろんフォーム練習のつもりで行うと僕はいいと思っているので、そういう動画も出しているんですけれども、セットでちょっとフォームが崩れてしまうなっていうふうに思う方は、軽い重量ですね、1RM の 50% ぐらいですかね。で、5発とかっていう全然楽勝な重量で、フォーム練習をやってあげた方が絶対にいいです。これは断言できます。なぜかというと、筋トレの意味で追い込んでいるとフォームが崩れるから、ベンチプレスにおいてはフォームが非常に大事だからですね。なので軽い重量でフォーム練習を入れた方がいいということです。それに関して必要ないと思っている。限界ギリギリまで追い込むことしか必要ないと思っている方というのは、怪我をしやすかったり、フォームが崩れていくので重量が上がらなかったりして、ベンチプレスの重量が伸びづらいと思います。ということで、34個目に入れさせていただきました。はい、次、ベンチプレスが強くなれない人の特徴35戦目は、怪我をしても重量を落とさないです。これは以前僕もベンチプレス100キロまでにやらなきゃよかった失敗参戦っていう動画でお話をしているんですけれども、痛くても高重量を持ってしまうとか、痛くてもトップシングルの重量を落とさない、セットの重量を落とさないっていうのは、ベンチプレスが伸びない原因のかなり大きな部分で、かなり多くの人がやってしまう失敗だと思います。極論すると、ベンチプレスを伸ばすために一番重要なことっていうのは、怪我をせずにどれだけたくさん練習できるかっていうことなんですよ。たくさん練習すると怪我をしたり、オーバーワークになってしまったりするっていうことは、誰にでも起こりうることだと思うんですけれども、この怪我をしないでやっていくっていうところさえ抑えていれば、長期間にわたってベンチプレスができないっていう状態をかなりの確率で防ぐことができます。逆に言うと、怪我をしているのに重量を落とさずにやり続けてしまう方っていうのは、いずれその怪我がどんどん大きくなっていって、最悪の場合は、腱板断裂とかして手術して半年1年できないっていうこともありますよね。で、そういった1年できないとかっていう風な状況になってしまう前に、ちょっと痛いなと、これ以上動かしたらまずいなと思う時に、1ヶ月とかっていう期間をかけてしっかり治してあげるっていうのも時には必要です。完全にオフにしなくても、痛くならないフォームを軽い重量でやってあげるっていうのが非常に重要なんですよね。痛い時こそどうやったら痛くなく動かすことができるかっていうことを詰めるチャンスなので、そういった機会を逃してしまう。重量を落とさずにそのままやってしまうと、そういったチャンスを逃してしまうし、最悪の場合は長期でベンチプレスができないっていうことになってしまって、それが一番ベンチプレスが伸びない原因になってしまうということですね。やっぱりベンチプレスやってると、肩が痛くて何ヶ月もベンチプレスができませんでしたっていう方が多いんですけど、そういう方にやっぱりお話を伺うと、重量を落とすと弱くなった気がして嫌なので重量を落としませんでしたっていう方が非常に多いですね。なんですけど、そこはやっぱり一度勇気を持って重量を落としてフォーム練習をする、痛くないフォームの練習をするっていうことが非常に大事だと思います。繰り返しますが、長期で休むことにならざるを得ない大怪我をするっていうのが一番ベンチプレスが伸びない原因になります。ということで、ベンチプレスが強くなれない人の特徴35戦目は、痛くても重量を落とさない人でした。はい、次ですね。ベンチプレスが強くなれない人の特徴36戦目は、ボリュームが少なすぎる人です。
これは先ほどの話と少し被ってしまいますけれども、ベンチプレスが強くなるために非常に重要な要素として僕はトータルボリュームが多いっていうことを挙げています。つまり逆にボリュームが少なすぎる、トータルボリュームが少なすぎる場合っていうのは、ベンチプレスが強くなりづらいというふうに思っています。理由としては先ほどお話ししたトータルボリュームは筋肥大に影響を与える大きな要素であるということ。まずベンチプレスを強くなるために筋肉は大きくならないと無理ですね。これは無理だと思います。体重が軽い人、59キロ級とか66キロ級の方に関しても、かなりの重量、120キロとか130キロ上げる人というのは、大胸筋はめちゃくちゃでかかったりします。T シャツ着てると見た目が細く見えるんですけど、脱ぐと大胸筋バッキバキみたいな人ばかりです。重量を持ってる人は。なので、やはり自分の体重に見合った、そこの限界までの筋肥大っていうのは求める方がいいと思っていて、そこから先っていうのは、ボリュームを少なくして強度を上げるっていうのは僕はありだと思うんですけど、筋肥大が見込めるうちはトータルボリュームを増やしていくっていうのが一番重量が上がりやすいと思っています。で、もう一つの要因としては、トータルボリュームっていうのは分解すると重量かけるレップ数かけるセット数かける頻度っていう形になりますよね。で、これが増えれば増えるほど何が起こるかっていうと、ベンチプレスを練習する回数が増えるんですよね。当たり前ですけれども、レップ数が増えるっていうことは、その分たくさん反復練習をしてるっていうことですし、セット数が増えるっていうことは、その分たくさんフォームを組んでるっていうことになるわけですよね。これが増えれば増えるほど、どんなに軽い重量だったとしても、ベンチプレスの習熟度っていうのは上がっていくんですよね。野球選手だったら、いきなりピッチャーをマウンドに立たせてバッティング練習するんじゃなくて、素振りを何百回、何千回、何万回したり、ティーバッティングをしたり、トスバッティングをしたり、いろんな練習をしますよね。それはやっぱり回数を稼げるからだと思うんですよ。必ずしもピッチャーをマウンドに立たせて行うバッティング練習だけが全てではないんですよね。だから重量を持った練習っていうのももちろん必要なんですけど、重量を持たないバーでの練習ももちろん必要ですし、セット練習も必要だし、トップシングルの1レップっていうのも必要になってくるんですよね。で、トータルボリュームっていうのは結局それを総合した考え方なので、筋肥大だけじゃなくて技術練習として見る場合の指標としてもトータルボリュームっていうのは有効だと思います。結局トータルボリュームが多い人っていうのはそれだけ練習してる人ですし、トータルボリュームが多いっていうことは重量もそれなりに持ってるっていうことなので、そこを見るとどれぐらい練習してるかっていうのがある程度わかるんですよね。なのでトータルボリュームが少ない、例えば週に練習頻度が2回で 5×5、 週間のセット数が10セットですっていう人に比べて、週に4回練習して 10×5 をやってますっていう人、どっちが練習たくさんしてるかって言ったら後者だと思うんですよね。そういう意味で、ボリュームを見ると、その人の練習量っていうのが基本的にはわかる。なので、ボリュームが少ない人はなかなか強くなれないんじゃないかなということで、36戦目にさせていただきました。はい、次ですね。ここからはですね、ベンチプレスに直接的に関係してくることではないので、ちょっと例外という感じにはなりますけれども、番外編だと思ってください。ベンチプレスが強くなれない人の特徴37戦目は、年中減量している方ですね。はい。僕の中でベンチが強くなる一番の要素は、体重の増加です。増量ですね。これは50人近く体重と 1RM の相関を取ってきたんですけれども、かなり強い相関が当然ですけれども現れます。なので、減量をしているっていう風になると、普通にしてると当然ベンチプレスの重量は落ちていくんですよ。で、減量をしながら重量を伸ばそうと思ったら、体重を維持している時の2倍3倍の重量の伸びがないと、マックス更新するのは難しいという風に考えています。やっぱり難しいですね。体重が1キロ落ちると、1から1.5ぐらいの重量が落ちてしまうので、ベンチプレスの。ここを維持するっていうのもかなりの努力が必要です。体重が減少して重量が維持されていたら、技術的な部分では上がっていることになるので、技術とか筋力ですね。上がっていることになるので、それでいいんですけど、そこからプラスにしようっていうのはかなり難易度が高いことなので、
やっぱり年中減量している方っていうのは、ベンチプレスの重量を伸ばすっていうところで言うと、なかなか難しいんじゃないかなと思います。ボディメイクをしている方でも、増量期と減量期を分けている方は、まだ増量期でガーッと伸ばして減量期で維持みたいなことをすると伸ばす余地はあるんですけれども、ずっとバキバキで痛い方みたいな風になってくると、こう伸ばすチャンスっていうのがなかなかないんですよね。ってなってくると、伸びないことはないんですけど、非常に緩やかな伸びになってくるのかなというふうに思います。ということで、ベンチプレスが強くなれない人の特徴37戦目は、年中減量している人でした。はい、次で最後ですね。ベンチプレスが強くなれない人の特徴38戦目は、食トレをしない人。はい、これです。ほぼ同じやないかいっていうね、減量している人とほぼ同じなんですけど、食トレをしない人ですね。体重を増やすっていうところと、ほとんど同じことなんですけれども、あえて食トレっていう風にしたのは、食事量を意識的に増やせない人ですね。食べられないっていう人に対して言ってます。で、これ僕なんですけど、僕基本的に幼少期から、ガリガリの体型でして、大人になってからでもですね、身長が172センチの54キロとかっていう感じだったんですね。ずいぶん長いこと。20歳から30、中盤ぐらいまで54キロとか56キロとか、人生で一度も60キロに体重が乗ったことがなくって、で、ある程度体重が増えてくると、僕お腹を壊すんですよ。で、結構下しちゃって、もうそれ以上食べれない。気持ち悪くなっちゃって食べれない。っていうのが結構長いこと続いていて、で、ベンチをやり始めて食べるようにして、ようやく体重を増やすことが、できたんですよね。で、今でも体重が85キロかなぐらいなんですけど、ちょっと風邪をひくとご飯が食べられなくなって、82キロとか81キロまで落ちちゃったりしますし、油断して、こう自分の思い通りに、食欲がある時に食べるっていうことをすると、また体重が減ってっちゃうんですよね。そうすると結局さっきもあった通り、ベンチの重量が落ちていってしまうので、なんとかキープしようと思って食べてるっていう感じです。本当だったら90キロになんとかして乗せたいなと思ってるんですが、86、7キロを超えたあたりから、体がめちゃくちゃ調子が悪くなるんですよね。お腹の調子が非常に悪くなって、エビオスとミアリ酸をたくさん飲んでるんですけど、たくさんっていうか容量に守って飲んでるんですけれども、もうそれでも気持ち悪くなっちゃって、もうなんか半日、1日ぐらい何も食べなくても大丈夫な状況になっちゃうんですよね。意識しないと。それぐらい、僕はお腹が弱いっていうか食べれない人間なんですよね。そういう人間からすると食べれる人ってやっぱり強者なんですよ。何でも食べれる、いくらでも食べれるみたいのって僕からするとすごい強い人というか、強者なんですよね。結局、ベンチプレスも何でもそうですけど、サイズがものを言うんですよね。体重がものを言うというふうに僕は思っているので、食トレを意識的にできない人っていうのは、なかなか強くなれないと思います。その体重比だったりとか、フォーミュラとか、GL ポイントとか、そういうところでは相対的な強さは得ることはできるんですけど、体重を70とか80ぐらいまで増やせない、そこまで食べれないっていう風になってくると、やっぱり食べれない人っていうのは強くなれないと思います。でかくもなれないという風に思いますので、一番最後、ベンチプレスが強くなれない人の特徴の38戦目は、食トレをしない人、食トレができない人という風にさせていただきました。これはね、年齢とかもあって、一概にバクバク食えばいいかっていうと、そうでもないというふうに僕は思うんですけれども、やっぱりね、食べれる人っていうのは羨ましいですね。これね、食べちゃう人からしたら、食べれない人の方が羨ましいかもしれないんですけれども、もうね、僕はどんだけ結構ね、頑張っても体重が90キロに乗らないんですよね。いや、なんとかね、90キロに乗せてみたいなって、一時期は100キロ目指してた時もあったんですけど、体重。90キロすら乗せられないっていう悩みがあって、いやー、やっぱり食べられる人は強いなっていうのが、僕が思うところです。はい、ということで、今回の動画は以上です。超長尺になってしまいましたが、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございます。
このチャンネルではベンチプレスが強くなるための動画をいろいろと発信していますので、この動画以外の動画をですね、チャンネルページの方から見ていただいて、それも役に立ちそうだなと思っていただいたら、チャンネル登録をよろしくお願いします。あとは、うつベンチ LINE 公式アカウントでは、無料でベンチプレスのメニュー作成、フォームチェック、お悩み相談などやっていますので、概要欄からお気軽に友達追加、メッセージください。こういった長編の動画っていうのも撮っていきたいと思いますので、応援していただける方はグッドボタンの右側からスーパーサンクスでご支援いただけると大変嬉しいです。これからもベンチプレス頑張りましょう。それではまた次回。バイバイ。